ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、ベビーメタル歌声分析動画総集編、こちらをですね、お送りしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、つるさんのボーカルルームもですね、ベビーメタルの歌声分析動画を2025年9月に初公開しまして、5本投稿することができました。毎回欠かさず見てくださる方もいれば、まだ見ていない動画がある方もいらっしゃると思いますので、この5本という節目のタイミングでですね、総集編をお送りします。そして皆さんの中で共感する部分だったり気に入っていただける部分がありましたら、ぜひ SNS での拡散ご協力いただけたらなというふうに思います。本当にベビーメタルは素晴らしい魅力を持ったグループだと思いますし、スーメタルさんの歌声もですね、もっとたくさんの方に評価されてもいいと思うほど素晴らしい歌声だと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、前置きの部分もですね、あまり長く話してもなんなので、早速お送りしていきたいと思います。ベビーメタル歌声分析 GO!ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、初ですね。ベビーメタルモノクロームピアノバージョンザ・ファーストテイク。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、今回のですね、ベビーメタルさんの歌声分析動画なんですけれども、先月ですね、乃木坂46さんの楽曲を2曲歌声分析動画を公開した際にですね、こちらのサムネイルの動画になってるので、気になる方はね、ぜひ見てみてください。で、そちらを公開した時にコメントで、元乃木坂46の中本姫香さんの妹さんがやっているベビーメタルっていうグループがものすごく素晴らしいので、ぜひ歌声分析をっていう風なリクエストをいただきました。そのリクエストがですね、今回のこちらの動画につながってるんですよね。なんかそういう風にアーティストのファンの方からこちらのグループの歌声分析もみたいなね、そういうアーティストのつながりができて、僕はね、非常に嬉しいなと思って今回撮影をしております。で、ベビーメタルさん、名前はもちろん知っていたんですけれども、音楽的な部分に今まで触れるタイミングがなかったんですよね。非常にベビーメタルさんとファンの方には申し訳ないお話なんですけれども、で、今回歌声分析をしたわけですけれども、いや、もう完璧な歌声と言ってもいいのではないでしょうか。基礎力、テクニック、表現力、リズム感、全てにおいてものすごい高いレベルだなっていうふうに思いました。そういった感じでどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で新しい機能が実装されました。ハイプ機能という機能でございます。1週間でお一人様3回までハイプという機能を利用できます。簡単に言うと、2つ目のいいねボタンみたいな、そんなニュアンスかな。応援したい動画にハイプっていうところを押していただくと、ハイプポイントっていうのがつくんですよね。で、そのポイント上位の方がですね、ハイプランキングというランキングに乗ることができるっていうね。もしよろしかったら皆さんこの動画にですね、3回ハイプをしていただけると、僕のこの動画がハイプランキングにランクインすることができるかもしれないので、ご協力いただけたらなというふうに思います。それでは早速、ベビーメタルモノクロームピアノバージョンザ・ファーストテイク歌声分析 GO!わあ、めちゃくちゃ綺麗な声ですね。そして言葉一つ一つがめちゃくちゃ聞き取りやすい。いやー、素晴らしいですね。で、このスーメタルさんのですね、声、
どういう風に出しているかというと、口の中の空間、口腔共鳴という部分と、鼻の中の空間、鼻腔共鳴、この2つをですね、混ぜた歌声ですね。口腔共鳴は言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによって声量のコントロール、こういったポイント。で、鼻の鼻腔共鳴がですね、主に声の音色のコントロール。あとは高い声を出すときに鼻に声を入れる感じで歌うと高い声が出しやすくなったりします。いやー、ものすごい基礎レベルの高い声の出し方だと思いますよ。普段から基礎トレーニングをしっかりやっている証拠ですよね。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃ綺麗な声ですね。そしてこの声なんですけど、おそらく地声ではなく、地声と裏声の中間の声と言われるミックスボイスっていう声を使ってると思います。すごくね、難しい声の出し方なんですけど、基礎力もすごい、テクニックもすごい、もう最初のワンフレーズで、スーメタルさんの歌声の凄さをですね、感じ取りました。次いきますよ。で、リズムのアクセントの付け方もかっこいいですよね。普段バンドに合わせて歌っているからこそ、このリズム感が歌に宿ってるんじゃないかなって思います。で、歌でいうリズム感ってどういったものなのかというと、音一つ一つの切り方だったり、子音の強さ、この辺がですね、歌のリズム感となって表現されます。子音を強く出すところはアクセントって言われる強い音になりますし、音を切るように歌うとですね、切った後の音がさっき言った強い子音と同様アクセントになるんですよね。この音を切るテクニックをスタッカートって言います。もう一回聞いてみましょう。ほら。このままのあたりとか音を切って歌ってますよね。切った音と次の音の間に休符というものが入るんですよね。ちっちゃい「つ」を入れているような雰囲気です。これがですね、リズムの躍動感に変わってくるんです。そのテクニック使ってますね。素晴らしい。次いきますよ。フレーズの抑揚も素晴らしいですよね。クラシックの発声法とかそういう勉強とかもしてるのかな？なんか声の出し方だったり抑揚のつけ方がクラシックとかオペラ、なんかそういった雰囲気を感じるんですよね。もう一回聞いてみましょう。もううっとりしちゃいますね。さっきクラシックとかオペラって言ったんですけど、ミュージカルの方がニュアンス近いかな？常に歌詞の世界観をイメージしながら歌ってるような感じがしますよね。じゃあ次いきますよ。で、今の方がモアメタルさんですよね。ちょっとね、実は撮影前に調べたんですよ。可愛いですね。で、モアメタルさんの声なんですけど、全体的に息の音が混ざってる感じがしますよね。ため息のような質感。この声のテクニックをウィスパーボイスって言います。囁くような雰囲気で歌うテクニックです。それを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。いい。全体的にね、寂しい雰囲気がして、ピアノの音色とものすごく合ってる声ですよね。おそらく声量も小さい感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。声って小さい声にしていくと自然とこう息の音が混ざってきますよね。この自然な声の雰囲気をそのまま歌に使ったような感じがしますね。次いきますよ。うわ、いや、すっごい綺麗な声ですね。このキラキラしたような質感の声、これをヘッドボイスって言います。頭を響かせた声なんですけど、このヘッドボイスの音色がですね、声に乗ってくるとものすごく歌声が美しくなるんですよね。僕の知ってるメタル系のボーカリストはですね、ヘッドボイスの使い方皆さんすごく上手ですね。
僕は80年代、90年代のアメリカンヘビーメタルがものすごい大好きだった時期があって、すっごい練習したんですけど、ヘビメタってものすごいハイトーンを歌わなきゃいけないんですよね。その音域がですね、僕は表現できなくて諦めたんですけど、でもヘビメタ大好きだからね、ずっと聴いてはいたんですよね。ちょっとね、ごめんなさい。話が脱線しました。もう一回スーメタルさんのヘッドボイスの音色、注目して聞いてみましょう。ほら、この辺。今のあーって歌い直した部分あるじゃないですか。この歌い直した声を出す前に一瞬、この音が入ってるの皆さん気づきましたか？これ、エッジボイスっていうテクニックです。切なさを表現したい時とかに使うことが多いテクニックなんですけど、ここに仮声帯っていう器官があります。ここを使ってザラザラって音を出すテクニックなんですよね。もう一回そのエッジボイスのところ聞いてみましょう。ほらほらほら。って感じで歌ってますよね。これがエッジボイスです。いや、スーメタルさん、歌のテクニックの宝庫ですね。すごい上手いですね。次いきますよ。うわうわ、やば。いや、すごいね。いや、すごいパワフルな声ですよね。にもかかわらず、声質がものすごく美しいんですよ。力強さの中にある美しさ。このギャップたまらないですね。で、この声はどうやって出してるかっていうと、やっぱりミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使ってるんですけど、そこにですね、肺の中の空間、胸腔共鳴、この響きをプラスしています。肺の中の空間っていうのは主に声の太さだったり声の音の厚さ、パワー感のことですね。この辺をコントロールするポイントなんですけど、歌声の美しさを鼻腔共鳴とヘッドボイスで作って声のパワー感を胸腔共鳴で作ってるんですよね。ものすごい器用な声の出し方ですよ。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎる。で、歌ってる時の口がですね、よく開いてるので、声の通りがものすごくいいんですよね。で、口を大きく開くっていうことは、声の響きがですね、とても豊かになります。メガホンを想像してほしいんですけど、口に当てる部分が狭くて、で、どんどんこう広がってるじゃないですか。あれと同じ現象がですね、体で起こるんですよ。口を大きく開けば開くほど声量が大きくなるじゃないですか。あれって声の響きがものすごくこう増幅してる証拠なんですよね。その体の使い方で歌ってますね。いや、本当に基礎力ものすごい高いですよ。歌の基礎っていうのは日頃から緻密にトレーニングを積まないと身につかない部分なので、やっぱり普段から基礎トレものすごいやってると思います。やっぱりこういう才能があるっていう風に思う方ほど基礎のトレーニングしっかりしてるんですよね。素晴らしすぎる。次いきますよ。いいですね。スーメタルさんが感情を大爆発させて歌っているのに対して、モアメタルさんはどちらかといったら無表情っていう感じに歌ってますよね。この雰囲気の切り替わりがですね、ものすごく癖になりますよね。いやー、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。で、さらっと歌ってるように聞こえるんですけど、途中の休符の入れ方がですね、ものすごくかっこいい歌い方をしてます。多分、っていう風な雰囲気で聞こえると思うんですけど、実際はですね、っていう風に休符を入れて歌ってるんですよね。先ほど説明したちっちゃいつを入れてるんですよ。そのちっちゃいつを入れた後の音が強い音、アクセントに変わるので、シンプルに聞こえるんですけど、めちゃくちゃかっこいい雰囲気を作り上げてます。次いきますよ。うわ。
この高いところを楽々と歌ってる雰囲気がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。いや、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。いや、ここまで歌詞がはっきり聞き取れるボーカリストってなかなかいないですよね。で、歌詞が聞き取りやすいので、やっぱりね、曲の世界観をイメージしやすいんですよ。我々聞き手にとっては。ここ素晴らしいですよね。ものすごく歌を大事に思って歌っているって感じがします。次いきますよ。あ、ちょっと声の雰囲気変えましたよね、モアメタルさん。地声の実音をこう少しだけはっきりさせたような感じがします。もう一回聞いてみましょう。ほら。この同じ言葉で休符を入れるってね、地味に難しいんですよね。みたいな。切りにくいんですよ。同じ言葉だと。言葉が変わると休符って入れやすいんですけど、同じ言葉で休符が出てくると、しっかりと息のコントロールと腹筋のコントロール、この2つを同時にやらないと綺麗に音が切れないので、こちらもまたね、ものすごく高い基礎力が要求されるんですけど、いや、お二人とも基礎トレーニングしっかりしてますよね。素晴らしい。次いきますよ。あ、静かになってね。綺麗ですね。これでも原曲違うんですよね。今回のモノクロームピアノバージョンっていうことは、原曲はバンドバージョンなのかな？そちらも後でね、聞きたいと思います。じゃあ2番の歌い出しからいきますね。すごいね。リズムの取り方を2番は変えてきましたよね、スーメタルさん。2番はピアノの伴奏にリズムが入ってきましたよね。じゃん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 みたいな。ここに対してしっかりと歌のフレーズにスピード感が出るようにリズムの取り方を変えて歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。1番はタン、タン、タン。こういった感じでリズムをとって歌っていたんですけど、2番はですね、タン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 っていう風に倍のテンポでリズムをとって歌ってるんですよね。リズムって細かく取れば取るほど歌にスピード感が乗ってくるんですよ。いやー、リズム知識もやばいですね、スーメタルさんは。次いきますよ。素晴らしい。素晴らしすぎる。さすが世界で評価されてるだけありますよね。歌の基礎力も素晴らしい。リズムの知識、そして技術も素晴らしい。歌のテクニックも素晴らしい。すべてにおいて素晴らしいボーカリストですね、スーメタルさんは。もう一回聞いてみましょう。で、ところどころに入っている細かいビブラートがですね、またいい味を出してますよね。これ、ちりめんビブラートって言って、横隔膜をですね、こう小刻みにトゥルルルってこう揺らすタイプのビブラート。みたいな。ララ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 タみたいな。大げさにやるとこんな感じで歌ってると思うんですけど、このちりめんビブラートがね、かっこいいですよね。このちりめんビブラートってアップテンポな曲でもものすごく合うんですよね。歌のフレーズにさらにスピード感を増幅させるような効果があるんですけど、いやーすごいですね。次いきますよ。いいね。今また歌い出し前にエッジボイス入れてましたよね。いや、どこでどんなテクニックを入れてくるのかものすごく気になって今ね、僕聞いてますよ。表現の幅が広すぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。明日みたいな感じで歌ってましたよね。かっこいいな。次いきますよ。で、ここでまた、モアメタルさんはウィスパーボイスを使ってますよね。
モアメタルさんパートで一番囁くような感じで小さい声量で歌っていたポイントかなっていうふうに思います。こう消え去りそうな感じな雰囲気というか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらね、ものすごくこう囁き方が繊細ですよね。ラララララみたいな声の実音と息の量が同じぐらいなんじゃないかな。そういった感じのウィスパーボイスで歌っていたと思います。次いきますよ。わあ、綺麗なロングトーン。今の聞きました？今泣きのフレージング、一瞬裏声にこうひっくり返したようなね歌い方がものすごく切なかったですね。でロングトーンがものすごく綺麗なんですよね。音のブレが一切ない。これ歌の中ではものすごく難しいんですよ。少しでも息の量がブレたり体の使い方がキープできなかったら声のブレとして表に出てしまうので、本当にね難しいんですよ。なのでこういうロングトーンっていうのは多くの方がビブラートをして抑揚をつけるっていう表現方法をする方が多いんですけど、いやーこのロングトーン素晴らしすぎますよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら最高だ。いやーこのロングトーンからの泣きの歌い方たまらない流れですよね。いやーすごいなー。次いきますよ。1番のサビよりも声質が若干明るくなったような感じがしますよね。これはですね、口を大きく開けることによって口角が若干上がってるんですよね。で、顔の表情っていうのは声の音色にものすごく影響を与えます。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、悲しい表情で歌うと悲しい表情になる。顔の表情がですね、そのまま声の表情になるって言っても過言ではないぐらい声に与える影響が大きいんですけど、今のスーメタルさんの声質の明るさはですね、口を大きく開けて表情を動かしたことによって出る声の明るさです。もう一回聞いてみましょう。いいですね。口角を上げるっていうか、口を横にこうぐっと開いて少しだけ結果的に口角が上がった。これが多分正しいかな。いや、顔の表情のコントロールでの声質コントロール。ここも素晴らしいですよね。いや、探れば探るほどスーメタルさんの声の魅力がですね、どんどん出てきますね。次いきますよ。いいですよね。いい。この声の C の切り替わりやっぱりたまんないですね。原曲はこれどういう風な感じになってるんだろう。やっぱね気になりますね。撮影が終わったらね本当にすぐオリジナルバージョンを聞きたいと思います。次いきますよ。すごいな。ここまで口を大きく開く女性ボーカリストってなかなかいないですよね、日本では。口は大きく開いた方が先ほども言ったかもしれないんですけど、やっぱり声の響きが豊かになるので歌を歌う上ではいいとされているんですけど、それでもやっぱりね口を大きく開いて歌うボーカリストが少ない。パフォーマンス上の理由なのかな。僕もね詳しくは知らないんですけど、なのでスーメタルさんはですね素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらものすごく美しくて癒されますよね。なんかマイナスイオンが出てるんじゃないかっていうぐらい声が綺麗ですよね。ヘッドボイスってそういった成分もあるんですよね。こう癒し効果っていうか、アルファ波が出るとかなんかそんな情報をですね昔聞いた気がするんですけど、宇多田ヒカルさんの声がですねアルファ波が出るみたいな、それは頭部共鳴が大きな理由だみたいな何かの記事でね読んだ気がするんですけど、スーメタルさんの声からもね癒し成分たっぷり出てますよね。次いきますよ。このモアメタルさんの声なんですけど、堅くなに同じ感情をキープしてるじゃないですか。無表情っていう感情。
歌で同じ感情だったり同じ雰囲気を再現するっていうのはすごく難しいことです。やっぱり声っていうのは生ものなので、多少なりとも違った感情が混ざってきてもおかしくないんですよね。にもかかわらず、ここまで徹底して無表情な感情を何度も何度も再現しているモアメタルさん、素晴らしいですよね。なかなかできないことだと思います。次いきますよ。わあ、柔らかい。音域が下がっても声質が変わらないですよね。これもですね、実はテクニックで、声の自然な流れとしては、高くなればなるほど鼻腔共鳴の響きが強くなって、低くなればなるほど胸腔共鳴の響きが強くなるんですよね。その結果、声質は高い音域ほど声が細くなって、低い音域ほど声が太くなる。これが自然な流れです。でもスーメタルさんは低い音域でも高い音域でも声質がほぼ変わっていない。これどういうことかっていうと、低い音域の声の出し方を高い音域に合わせてるんですよね。具体的にどうやってるかっていうと、低い音域っていうのは胸腔共鳴の響きの成分が強くなるんですけど、胸腔共鳴の響きをですね、あまり使わずに口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つを中心にして低い音域を歌ってるんですよ。そうすることによって低い音域でも声が太くなりすぎずに高い音域の声質と近い状態で歌うことができるんですね。こういったテクニックもね、使ってるんですよ。だからね、本当にすごいです。もうさっきから僕鳥肌が止まらないですもん。特にね、最初のサビを聞いた瞬間なんてもうね、鳥肌がゾワゾワってね、出てしまいました。最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら、音域が下がっても声質全然変わってないですよね。これはさっき言った体の使い方で歌ってるんですよね。いやー、すごい。次いきますよ。いやー、やっぱりロングトーン素敵ですね。安定感が半端ないです。次いきますよ。おい、今の聞きましたか？みたいな。こう徐々に音量を大きくしていくテクニック。これクレッシェンドって言います。徐々にこう音量を大きくしていくテクニック。さっき言ったことをもう一回言っただけですけど、やっぱりクラシックの知識も豊富なんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。歌詞の言葉一つ一つに込める感情の量もものすごく多いし、音量を使った抑揚のつけ方、この辺も素晴らしいし、いや、この表現力化け物レベルですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。すごいね。ほんとすごい。これバックのピアノがなくなってアカペラでもものすごい感動してしまう歌を歌い上げれると思いますよ、スーメタルさんは。それぐらい感情表現がですね、素晴らしすぎます。いやー、リクエストありがとうございます。本当にね、この歌に出会えて嬉しいです。次いきますよ。うわ。モノクロームのモ、この一発目の音のアタック感めちゃくちゃかっこいいですね。このアタック感どうやって出してるかっていうと、正確すぎるほどのリズム感がこの歌い出し一発目のインパクトを作り上げてるんですよね。リズムって少しでもずれてしまうと途端にかっこ悪い雰囲気が出ちゃうんですよ。ただ正確なリズムで歌うことによって最高にかっこいい雰囲気を作ることもできるんですよね。スーメタルさんはその完璧なリズム感でですね、この部分を歌うからこそ最高にかっこいい雰囲気をですね、表現してるんですよ。いやー、やばいですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎますね。さっきから同じことしか言ってなくてごめんなさい。本当にすごい歌声です。いや、ここまで声がすごいとアカペラコーラスバージョンとかも聞いてみたいですね。もう感動間違いなしだと思います。次いきますよ。
でここのモアメタルさんの声、なんかちょっと温かみのある声に変わりましたよね。さっき無表情な感情をキープしてるっていう風な話をしたんですけど、少しだけこうほんのり温かみを感じる声に変わったというか、もう一回聞いてみましょう。ほらほら、なんかちょっとこうはにかんでるんじゃないかっていう雰囲気が声から感じれるというか、僕だけかな、なんかね、ほんのりこう優しさを感じるんですよね。ほっこりしちゃいました。次いきますよ。わあ、美しすぎますね。本当に綺麗な声ですね。で、力強い感じの声の雰囲気もあるんですけど、体の力は程よく抜けているので、やっぱり声全体的に聞きやすいんですよね。いやー、唯一無二の歌声だと思います。次いきますよ。あ、なるほどね。あ、いいね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 。さっきモアメタルさんの声がほんのり温かみを感じるって言った理由が分かりました。鼻の鼻腔共鳴の響きをですね、増やしたんですね。最初に言ったんですけど、鼻腔共鳴っていうのは声の音色をコントロールするポイントでもあります。鼻に声を多く入れれば入れるほど、声って温かみを感じれるような雰囲気が出てくるんですよね。やりすぎてしまうと、鼻声みたいな感じの声になるので、やりすぎ注意ではあるんですけど、そういった風にですね、声の出し方を少しだけ変えて歌っていたんだと思います。で、そして最後の笑ってっていうところの声がものすごく素敵でしたね。本当にね、こう、ニコッとこう笑いながら歌ってるような声質かなっていうふうに思います。もう一回モアメタルさんのおから聞いてみましょう。いいですね。やっぱ口角を上げてる声の響きですよね。すごく明るくてきらびやかな歌声、たまらないですね。いやー、素晴らしすぎましたね。以上、ベビーメタルモノクロームピアノバージョンザ・ファーストテイク歌声分析はここで終了です。いやー、リクエスト本当にありがとうございます。素晴らしすぎましたね。やっぱりね、世界中から評価されるだけの歌声だなっていうふうに思いました。基礎力もものすごいし、歌のテクニックもものすごい。そしてリズムに関する知識、技術、これらも素晴らしい。歌の表現力もね、ものすごいしね、もう全てにおいて完璧なんじゃないかなっていうふうに思えるぐらい最高の歌声でした。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタル暁、こちらを聞いて歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあベビーメタルのファンの皆様、たくさんのリクエストありがとうございます。前回初めて聞いたベビーメタルモノクロームザ・ファーストテイクバージョンの歌声分析動画、こちらのサムネイルの動画をですね、先月公開したんですけど、ものすごくたくさんのコメントをいただきましてですね、そしてたくさんのリクエストをいただきました。本当にありがとうございます。一つ一つしっかりと読ませていただきました。そしてそのリクエスト人気ナンバーワンの曲がですね、ベビーメタル暁ということで、今回歌声分析をしてみましたところ、いやー、スーメタルさんものすごい歌声ですね。まず一番僕がすごいなって思ったのは歌声の安定感なんですよね。この安定感は何かっていうと、歌の基礎レベルが尋常じゃなく高いっていうところなんですよ。ここがものすごく際立っていたかなっていうふうに思います。そして歌のテクニック的にもすごいですし、何よりリズム感が本当に素晴らしい。もう終始テンションマックスでした。
そういった感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で追加された新しい機能、ハイプ。2つ目のいいねみたいな機能なんですけれども、こちら1週間でお一人様3回までできます。こちらの動画皆さんいいっていうふうに思ってくださったらですね、ぜひお一人様ハイプを3回していただけたら嬉しいです。いっぱいハイプされると YouTube のハイプランキングっていうものにですね、こちらの動画がランクインすることができて、いろんな方に僕が思うベビーメタルの魅力をですね、伝えるチャンスが増えますので、ぜひご協力いただけたらなというふうに思います。それでは早速、ベビーメタル暁歌声分析 GO！ うわめちゃくちゃいい声ですよね。ただ前回聞いたモノクロームの歌声よりも歌声に可愛らしいような成分が混ざってるかなっていうふうに思いました。7年前に公開された楽曲っていうことで、年齢的な声質の変化っていうのもあるのかもしれないんですけど、鼻のですね、鼻腔共鳴という部分の響きが強い歌声になってます。鼻腔共鳴の音色ってどういう音色かっていうと、鼻声の音色ですね。この鼻声の音色をコントロールすることによって声質のコントロールまでつなげてあげることができるポイントが鼻腔共鳴です。あと高い音域を出すときにですね、鼻にですね、声を入れるイメージで歌うと出しやすかったりするんですけど、その辺のコントロールがものすごくうまいですね。そして一つ一つの音をまっすぐ伸ばす声のコントロールもすごいなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ものすごく可愛くて綺麗な声ですね。そしてプラスして言うと、頭を響かせる音色、ヘッドボイスっていう響きもですね、歌声に混ざってるかなっていうふうに思います。歌声の美しさはですね、このヘッドボイスが大きく影響してるんじゃないかって思います。素晴らしい。次いきますよ。このハイトーンのキラキラしたような成分が先ほど言ったヘッドボイスの音色ですね。すごく心地いい歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。そして相変わらず歌詞が聞き取りやすいんですよね。この辺はですね、口の中の空間、口腔共鳴の響きも多く使ってるっていうところが理由ですね。口腔共鳴っていうのはシンプルに口の大きさが大きく影響してきます。口を大きく開けてはっきりと言葉を発音する。この基本なようなことなんですけど、ここに重点を置いているボーカリストって日本ではものすごく少ないんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってます。次いきますよ。うわ、この最後のロングトーン素晴らしすぎますね。こういったロングトーン、長く伸ばすフレーズのことなんですけど、音がブレることなくまっすぐ声を伸ばせる。これがどれだけ難しいか。多くの方は長く伸ばすフレーズをビブラートで余韻を表現する。こういった歌い方する人多いですよね。こういった歌い方もすごく聞いていて心地いいんですけど、先ほども言ったようにまっすぐ音を伸ばすフレーズの方が難易度的にははるかに上なんですよ。なんでかっていうと、音をまっすぐ伸ばしている時に少しでも音がブレてしまったり、声を出している時の息の量が変わったりすると、一発でおかしいなっていう風に思われちゃうんですよね。その辺踏まえてもう一回聞いてみましょう。ほらほら、糸がまっすぐピーンと伸びてるかのような、すごく安定したロングトーンですよね。こういう風に歌えるようになるには、圧倒的な基礎力っていう部分が大事になってきます。
主に息の吸い方と吐き方、そして腹筋と背筋の使い方。ここが歌ではベーシックな部分っていう風に言われているんですけど、ここの部分のレベルがですね、めちゃくちゃ高いですね。普段から相当トレーニングしてるんだなっていうのが伺えます。次いきますよ。うわ、この声、ごめんなさい、短く止めてしまって。すごく音抜けのいい声ですよね。これはですね、ミックスボイスっていう声を使っていますね。地声と裏声の中間の声って言われる声で、これもね、テクニック的にめちゃくちゃ難しい声なんですけど、完璧にコントロールしてますよね。そこに先ほど説明したヘッドボイスの音色が混ざってきた声なので、すごく音抜けもいいし、聞き心地も最高にいいしっていう本当に素晴らしい声。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。いやー、すごすぎますね。7年前って何歳なんですかね、スーメタルさんは。20歳前後ぐらいかな、10代かな。いや、いずれにしろ、ものすごく若いのに、この歌のクオリティは半端ないですね。いや、さすが、リクエスト人気ナンバーワンの楽曲と歌声ですね。もう最初から感動しちゃってます。次いきますよ。あ、いい声。うん、メタルが来ましたね。僕はこういうね、ギターのね、ズクズクズとかいう、そういうサウンド大好きなんですよね。ただ、スーメタルさんの美しくて可愛い歌声と激しいメタルのサウンド、普通だったら全く正反対だなっていう風に思う方多いと思うんですけど、実際聞いてみるとめちゃくちゃ合ってますよね。超かっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いやー、若い頃の血が騒ぎますね。僕もね、昔、メタラーだったんですよ。アメリカンメタルとか、アメリカンハードロックが好きな時代がありまして、10代後半から20代半ばぐらいまでかな、もうすっごいいっぱい聴いてたんですよね。ハロウィンとか、レーサー X とか、あとはギタリストがメインなんですけど、インペリテリとかね、ハードロック系だとバンヘイレンとか、ミスタービッグとか、あとは王道ロックですけど、ボンジョビとかね、こういったあたりをね、すごく聞いていたんですよね。だからこういうサウンド大好きです。じゃあかっこいいイントロの部分はですね、ちょっと歌声分析とは違うので、歌い出しからいきますね。誤解されると悪いので説明しておきますけど、イントロバッチリ聞きました。めちゃくちゃかっこいい。セックスマシンガンズみたいな感じのサウンドでしたね。ギターの早弾きが入っていたり、めちゃくちゃかっこよかったです。じゃあ次 A メロですかね。行ってみましょうか。バンドのサウンドが入ってきてもものすごくストレートな歌い方なんですね。結構こういうハイテンポな曲だとリズムを細かくとって歌のフレーズの中にアクセントを多めに入れるっていう感じの歌い手さんものすごく多いんですよね。なんでかっていうとアクセントがいっぱい入ってる歌の方がバックのサウンドに乗るんですよね。ただスーメタルさんはですね、どういう風にリズムをとって歌ってるかっていうと、タタタタ、こういう感じで表のリズムって言われる位置でリズムをとって歌ってます。このリズムの取り方で歌うことによって歌の音符一つ一つがですね、バックのサウンドよりもちょっとだけこう後ろにいるようなリズムの位置関係ができるんですよね。これを後乗りって言います。この後乗りが出す雰囲気としては全体的にかっこいい重さを表現してくれるんですよ。スローテンポな激しい感じの楽曲で後乗りで歌うボーカリストって結構多いんですけど、こういう速いテンポの楽曲で後乗りで歌うっていうボーカリストって僕はあんまり聞いたことがないんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。で、この表のリズムの取り方っていうのは日本の伝統的なリズムの取り方なんですよね。だから歌のフレーズはめちゃくちゃかっこいいし、楽曲もヘビメタなんですけど、どことなく和風感を感じるんですよね。
こういったところに音楽に対してのこだわりがあるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思います。次いきますよ。月がのがの音で口を大きく開けて歌ってるような感じがしますね。普通だったら月がっていう風に声のイメージを上でキープするんですよね。高い音の声質に低い音の声質を合わせにいくというか。でもスーメタルさんはここであえて月がっていう風に響きを下に落としてるんですよ。ごめんなさい、すごく難しい話をしてるんですけど、響きを上に置くと声が明るく軽い雰囲気が出て、下に落とすと重くてちょっとミステリアスな雰囲気が出るんですよね。その前までは明るくてキラキラしたような声質を使っていたんですけど、最後の最後でミステリアスな声質を1個ポンって入れることによってかっこいい怪しい雰囲気がこう増幅しているような感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、月がってなってますよね。これが先ほど僕が言った響きを下に落としてミステリアスな感じの声質に変化させたっていうポイントです。ほんと細かいところまで考えて歌ってますね。次いきますよ。いや、いいハモリが美しいですね。僕の中でヘビメタっていうのは歌のメロディーとかギターの単音でのギターソロとかのフレーズに限りクラシックに精通しているっていうふうに思っていて、クラシックっていうのはやっぱ音で表現する美しさを追求するジャンルの音楽だっていうふうに思ってるんですよね。だからスーメタルさんの歌声も美しいしハーモニーも美しい。こういった美しい部分がヘビメタのバックサウンドに乗ることによってさらに魅力を増幅させてるんじゃないかなっていうふうにね、個人的に思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。いい。もうすごすぎてニヤニヤしちゃいますね。次いきますよ。で、今のところはその前よりも息を多めに使って歌ってるような感じがしますね。レコーディングされた声からは分かりづらい雰囲気の変化なんですけど、歌声のパワー感がですね、少しだけアップしたんですよね。で、この歌のパワー感をアップさせるために取った方法は、息の量を多く使って声を出すっていう発声法に切り替えたっていうことなんですよ。もう一回聞いてみましょうか。先ほどの僕の説明を聞いてから今のフレーズを聞くとすごく情熱的に歌ってる雰囲気感じ取れませんか？これがですね、歌のパワー感を増幅させた時の声質の変化なんですよね。あとプラスやっぱりスーメタルさんの気持ちもここのフレーズはこの前のフレーズよりも入ってると思うんですよ。そのダブルの効果がですね、この素晴らしいフレーズを作り出してるんですね。めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。で、ここで曲の雰囲気が明るくなりましたよね。そこに対してスーメタルさんはですね、声質を明るくすることによって曲の雰囲気と合う声で歌ってますよね。これどうやって変化させたかっていうと、口角をですね、こうクッと上げて歌ってるんですよ。わかりやすく言うと、笑顔で歌っているポイント。もう一回聞いてみましょう。よく聞くと、スーメタルさんの笑顔が想像できませんか？それぐらい明るくてすごく可愛らしい声ですよね。もうキュンキュンしちゃいますね。次いきますよ。で、ここのフレーズは笑顔をやめて多分無表情で歌ってると思うんですよね。無表情で歌ってるんですけど、口は大きく開けているから言葉の子音のアタック感が強くて、それがですね、アクセントになってかっこいい雰囲気を作り出しているポイントです。いや、歌の表現の幅がめちゃくちゃやっぱり広いですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いや、ほんとこの若さでこの歌のクオリティはやばすぎます。次いきますよ。
また同じフレーズがもう一回来ましたよね。ここでは笑顔で歌ってないんですよね。クールな感じな表情でまた歌ってると思います。同じメロディーのフレーズなんですけど、顔の表情で表現を変えるっていうね、素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。そうか、歌詞が孤独も不安もっていう言葉だから、歌詞の世界観を表現するために選んだ声質がこれっていうことですよね。いやー、素晴らしすぎる。次いきますよ。でやっぱりね、この綺麗なロングトーンが出てくるとニヤニヤしちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。いい。スーメタルさんの綺麗なロングトーンに対してハモリが入ってくると、さらに美しさが倍増してめちゃくちゃ聞き応えありますよね。次サビかな、行ってみましょう。うわかっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。サビ前のブレイクがたまんないですね。ブレイクっていうのは皆さんご存知かもしれないんですけど、バックのサウンドが止まって無音になったポイントをブレイクって言います。で、その無音の状態でスーメタルさんの声だけが流れる瞬間、たまらないですね。もう一回言ってみましょう。素晴らしい。いやー、最高です。次いきますよ。やっぱりメタルのこのテンポ感たまらないですよね。ツッタンとかタン、ツッタンとかタンみたいなこのドラムのパターンとか。で、そのすごく激しくて音圧のあるバックのサウンドなんですけど、スーメタルさんの声の存在感がですね、ものすごいですよね。歌声が埋もれちゃってもおかしくないぐらいのサウンドだと思うんですけど、やっぱりね、こういう部分も歌の基礎力ってすごく重要になってくるんですよね。先ほど言った呼吸法、腹式呼吸っていう呼吸法なんですけど、まずここがしっかりできていないと、歌で使う筋肉を使うことができないんですよね。だから腹式呼吸のレベルもですね、ものすごく高いと思いますし、腹式呼吸のレベルが高ければ高いほど体の使い方って比例して上達するので、結果的に声のコントロール力がものすごく高まるっていうね、それがスーメタルさんだと思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。さすがりょんりょん先生に歌を習ってるだけあるなっていうのもあります。りょんりょん先生って日本でもトップのボイストレーナーなので、僕も習いたいぐらいです。で、りょんりょん先生は歌の基礎をですね、すごく大事にされる先生なので、もともとスーメタルさんの才能も素晴らしかったとは思うんですけど、やっぱりりょんりょん先生の指導も大きく影響してるのかなっていうふうにね、思います。次いきますよ。で、高いところはおそらく口を大きく開けて歌ってるんじゃないかなって思います。なぜかっていうと、声の広がりがすごいんですよ。もう一回聞いてみましょう。滅びるまでみたいな、こういう感じで歌ってるんじゃないかなと思います。その直前までの声の雰囲気と今のでのところの声の雰囲気、歌声の輪郭が全然違うんですよね。これが僕が先ほど言った声の広がりがすごいっていうことの答えなんですけど、並大抵の努力じゃこの歌声は手に入らないですよ。いやー、尊敬しますね。次いきますよ。で、前回のモノクロームの時にも言ったと思うんですけど、リズム感がものすごくいいですよね。声の出し方も超一流だし、リズムも正確無比なんですよね。だからこそ、この歌声を聞いての安心感につながってるんですよ。リズムってちょっとでもずれてしまうと、やっぱり違和感を感じてしまいますし、かっこ悪くなっちゃうんですけど、スーメタルさんのね、この絶対的なリズム感があるからこそ出るこのかっこよさと安心感なんですよね。すごすぎます。じゃあ次の歌い出しからいきたいと思います。
ギターソロかっこいいですね。やっぱメタルって言ったら早弾きですよね。あとね、ギターのフレーズのハモリもね、僕めちゃくちゃ大好きですね。しっかり堪能してますからね。じゃあ行きますよ。ここは声の自然な流れをそのまま表現しているようなポイントですね。先ほど声を上に取るか下に取るかっていう風な話をしたと思うんですけど、声の自然な流れとして音域が高くなればなるほど声のイメージって上に上がるんですよね。少しずつキンキンした響きが声に乗ってくるというか。で、音域が下に下がれば下がるほど重くてもわっとしたような響きが声に乗ってくるんですけど、ここは高いところはキンキンした音色を声質に乗せて、低いところは低音のもわっとしたような音色をそのまま使っているような感じの人間味あふれるフレーズかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいですね。過ぎてゆくみたいな感じかな。すいません、僕ね、あんな高い声をね、元気では歌えないので、オクターブ下で説明しましたけど、過ぎてゆくみたいな。ゆっくりやるとこういう感じかな。くのこの低いところでは、肺の中の胸腔共鳴っていうところの響きが多く出るんですよね。これが先ほど言った低音のもわっとした響きのポイントです。で、高いところのキンキンした響きっていうのは主に鼻腔共鳴と、あとヘッドボイスの響きなんですよね。ちなみに口腔共鳴の響きっていうのはちょっとね、じりじりしたような、こんな感じの響き。今、かなり大げさにやりましたけど、胸腔共鳴と口腔共鳴と鼻腔共鳴が歌の三大共鳴ポイントって言われてます。ヘッドボイスはちょっと特別枠なんですよね。次いきますよ。で、今のポイントはですね、鼻腔共鳴と頭部共鳴、ヘッドボイスですね。この2つの響きをメインに使っている歌声なんですよね。中音域を境目に声の音色を使い分けてるのかもしれないですね。さっき声の自然な流れをそのまま表現してるって言ったんですけど、中音域から高音域にかけては鼻腔共鳴とヘッドボイス。で、中音域から低音域にかけては胸の胸腔共鳴を多く使うみたいな、この2つの音色を使い分けて歌ってるんじゃないかなっていうふうに今思いました。もう一回聞いてみましょう。この辺は声の響きが統一されてる感じがするんですよね。おそらくこの時代のスーメタルさんはある一定の音域を基準にして先ほど言った鼻とヘッドボイスの声、そして口腔共鳴と胸腔共鳴の声みたいな感じで分けてるんじゃないかなって思います。次いきますよ。一回止めますね。この辺はもうほぼヘッドボイスっていう感じの美しい歌声ですよね。いやー、もはや芸術作品ですよね、スーメタルさんの歌声は。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。すごく綺麗な声です。おまけに可愛いっていうね、最強ですよね。次いきますよ。で、スーメタルさんのすごいところをもう一つ。この高い音域でパワーがある歌声にもかかわらず、声のベースとなる雰囲気はすごくリラックスしてる感じの声なんですよね。ここがね、ものすごいですね。やっぱり声っていうのはパワーが乗っている声は激しい雰囲気。パワーが乗っていない声は柔らかい雰囲気っていう、このね、二つに分かれると思うんですけど、でもスーメタルさんの声はパワーがある声なんですけど、優しく歌ってる時のような、ふわっと歌ってる時のような優しい雰囲気も感じれるんですよね。この声ものすごいですね。ほんと唯一無二の歌声の持ち主だと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、この感じているのあたりとか、すごく声に張り感、パワー感があるにもかかわらず、優しさも感じますよね。いや、こんなにすごい歌声、
本当に世界的に見てもものすごくレアな歌声かと思います。次いきますよ。最後のロングトーンめちゃくちゃ長いですね。こんなに長いロングトーンなのにもかかわらず音がブレない。すごいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごくないですか？てかね、ごめんなさい。皆さんの方が知ってますよね。いや、基礎力お化けですね。ものすごい基礎が土台としてこうドーンってある上で、ものすごいテクニックが乗っているような、やっぱり安定感が凄まじいですよね。羨ましいです。次いきますよ。ここでハーフテンポになるんですね。ハーフテンポっていうのは元々のテンポの半分のテンポになることをハーフテンポって言います。このゆったりとした雰囲気が心地いいですよね。で、ここでスーメタルさんはリズムの取り方を変えたんですよね。今まではタン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 だったのに対してスーメタルさんのリズムの取り方もハーフテンポになってます。タン、タン、タン。こんな感じのリズムの取り方で歌ってますね。プラスうっすらなんですけど声に息の音を混ぜるウィスパーボイス、これも使ってるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、静寂の中でみたいな、ほんとうっすらなんですけど柔らかい雰囲気を表現するためにウィスパーボイス、これ使ったんじゃないかなって思います。次いきますよ。傷ついたのたの歌い方がめちゃくちゃ可愛かったですね。いや、すべての魅力を持っている歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。傷ついたのたのところで鼻に入れる声の量を増やしたんですよね。鼻声の音色を増やしたっていうか。そこで作られたこのね、可愛い声たまらないですね。次いきますよ。で、ここで8ビートっていうドッパンドドッパンっていう一番ね、有名な安定感を感じれるビートに変化しましたよね。ちょっとだけこうスピード感も上がったように聞こえるっていうか。もう一回聞いてみましょう。で、8ビートになったことによってスーメタルさんのリズムの取り方もタン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 に戻したっていう感じのポイントですね。いや、歌声もすごいのにこのリズムの知識も素晴らしいですよね。本当にそのビートに対して的確に合うリズムの取り方で対応して歌ってるんですよ。だから実技的な知識もものすごい量を持ってると思うんですけど、座学だったりそういったなんか書き物をしながら勉強しないと覚えられないような音楽知識もものすごい豊富なんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。次いきますよ。いいね。いやー、いいね。心までのこの音幅やばいですよね。でも歌だけ聴いてると何普通ですけどみたいなこの余裕感も最高にかっこいい。もう一回聴いてみましょう。いいな。さらっと歌ってますけどこれ実際歌おうとするとめちゃくちゃ難しいですからね。なかなか音が取れないようなフレーズだと思います。次いきますよ。今の今のところの声も口角を上げたような音色で歌ってるかなっていうふうに思います。すごく明るくて可愛い声でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。今みたいな。まあ僕がやってもあまり伝わらないか。ごめんなさい。ものすごくね、可愛くて魅力的な声ですね。次いきますよ。ああ、いい。で、ここで歌い方が最初の歌い方のような雰囲気で歌っていますよね。
全体的にすごく優しく柔らかい感じで、こう全てをね包み込んでしまいそうな安心感までありますよね。ここでもウィスパーボイスをうっすら入れていると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、声を全体的に後ろに引くような感じで歌ってんのかな。声を出すイメージをですね、こう後ろの方向に持ってくると、全体的にこうふわっと柔らかい声を表現できるんですよね。そうなんじゃないかなって思います。次いきますよ。やっぱりそうですね。今の高いところも全体的に後ろに引いたようなイメージで歌ってます。高い声で本来だったらキラキラした成分がものすごくいっぱい出てもおかしくない音域なんですけど、やっぱりこう優しくてふわっとした雰囲気感じますよね。これは後ろに引くことによって表現された声質です。もう一回聞いてみましょう。いい声ですね。本当にうっとりしちゃいますよね。次いきますよ。いい。で、やっぱりこうドラムが入ってビートがこう乗ってくると、そこからまたスーメタルさんリズムの取り方を変えて歌ってるんですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。この1個前のフレーズよりも今の歌の方がスピード感を感じれたと思うんですよね。これはリズムを細かく取ったからこそ出るスピード感なんですよ。最初がダラララララ、こんな感じで歌ってたんですけど、今のところはダラララララ、倍のテンポでリズム取って歌ってるんですよね。リズムって細かく取れば取るほど歌に疾走感が乗ってくるんですよ。今のところはそういった部分を感じれたポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。消えるまでめちゃくちゃ高いですね、ここ。一番高い音じゃないかな、この曲の中で。その一番高い音が一番可愛いっていうね。最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら。可愛いね。めちゃくちゃ可愛い声ですね。いや、どんどんハマってしまってます、僕は。いろいろコメントで教えてくれてありがとうございます。次いきますよ。で、今のポイントなんですけど、声の使い方もリズムの取り方も先ほどの落ちサビの最後のあたりと同じ歌い方とリズムの取り方をしてます。落ちサビで激しいポイントで歌うような歌い方をすることによって、最後の大サビで急にこうグワッと激しくなるっていう感じじゃなくて、フェードインしていくようなニュアンスを表現したかったのかな。歌声による大きな感情のアップダウンを作るんじゃなくて、聴いてくれるファンの方々にこう聞きやすいようなサウンド作りをしたというか、スーメタルさんの歌の実力だったらそれもね実現できますよね。歌での表現力半端ないですから、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。バックのサウンドはものすごく激しくなってるんですけど、落ちサビの部分からスーメタルさんの歌声に注目して聞いてみると、雰囲気の変化はほとんどないんですよね。この表現の発想がすごいですよね。普通だったらバックのサウンドの雰囲気に声の雰囲気も合わせていっちゃうパターンが多いと思うんですけど、スーメタルさんがこうね、凛として立ってるバックのシーンがこうガラッと変わったような、なんかそういった表現方法な気がして、なかなか聞くことのできない雰囲気作りかなっていうふうに思います。次いきますよ。ただ大サビっていうことで気持ちは今までのサビの中で一番入ってるのかなっていうふうに思います。いいなぁ。いや、ほんと魅力的な声ですね。歌声も最高、リズム感も最高、そして言葉も聞き取りやすい。もう最高の三拍子が揃ってますよね。次いきますよ。いい。
何回言うんだって話ですよね。ごめんなさい。もうめちゃくちゃ浸っちゃってますね、今。もう歌声分析をね、一瞬忘れそうになる瞬間があります。本当にいい声。次いきますよ。やっぱブレイクいいですよね。バックの背景の時間が一瞬ピタッと止まったような感じなんですけど、スーメタルさんの歌声だけがこう動き続けているみたいな、そういったシーンがですね、イメージできてめちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。いやでもメタル系の歌って歌うのすごい大変ですよね。音域的には問題ないかもしれないんですけど、やっぱりこうね、速いテンポに合わせて歌うっていうのがすごく難しいと思うんですよね。にもかかわらずここまで完璧に歌うスーメタルさん。相当練習したんじゃないかなっていうふうにね、思います僕は。じゃないとこんなに完璧に歌えないですよね。そういった努力の背景が見える歌声ってね、やっぱり感動しちゃいます。次いきますよ。いいね。最後にこの綺麗なロングトーンがやってくるんですね。いや、僕、スーメタルさんのロングトーンめちゃくちゃ大好きですね。本当に綺麗なロングトーンだと思います。次いきますよ。いや、かっこいいなめちゃくちゃかっこいい。最後はピッキングハーモニクスっていうギターのテクニックの音で終わるんですね。いやー、最高でした。以上、ベビーメタル、暁、歌声分析はここで終了です。いや、本当にね、スーメタルさんの歌声、そしてベビーメタルにめちゃくちゃハマってきてますよ、僕は。若かりし頃に聴いていたメタルのサウンドのかっこよさをですね、思い出しましたから、皆さんのおすすめ曲をですね、ぜひ教えてください。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、ベビーメタル、ノーレイン、ノーレインボー。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回のですね、ベビーメタルノーレイン、ノーレインボーの歌声分析動画をきっかけに、ベビーメタル強化期間というものを設けたいと思います。期間はですね、この動画が公開されてから約1ヶ月間ですね、1月の中旬ぐらいまで、ベビーメタルさんのですね、楽曲の歌声分析動画を優先的に公開していきたいというふうに思っております。9月にですね、ベビーメタルさんのモノクローム、ザ・ファーストテイクバージョン、こちらのですね、歌声分析動画を公開した時にですね、コメントでリクエストをたくさんいただいていたんですよね。で、そちらにですね、お答えできていなかったので、リクエストをいただいた楽曲をですね、積極的に公開していきたいなというふうに思っておりますので、お付き合いいただけたらなというふうに思います。そして今回、ノーレイン、ノーレインボーのスーメタルさんのですね、歌声聞いてみたんですけれども、もうね、表現力お化け。こんな細かいところまで表現しているのっていうぐらい、ほんとね、ミリ単位で刻んでるんじゃないかっていう表現力かなっていうふうに思いました。もうここまでの表現力って果たして日本に他にいるのかなっていうふうに思っちゃうぐらい素晴らしいなっていうふうに思いましたし、感動しちゃいました。そういった部分をですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ベビーメタル、ノーレイン、ノーレインボー、歌声分析 GO！ いいねいや最高の入りじゃないですか。
バイオリンの音がね、こうフェードインしていくとともにピアノのね、ちょっとね、物悲しいような旋律、最高に好きな雰囲気ですね。やっぱりメタルって言ったら、こういう暗い旋律ですよね。専門用語ではマイナースケールって言うんですけど、この悲しい感じがね、またかっこいいんですよね。続きいきますよ。たまらない歌声ですね。声の出し方的には、鼻の響きをメインで使った音色をチョイスしてると思います。これをですね、歌の専門用語では、鼻腔共鳴って言います。ちょっとだけ歌声にですね、鼻声の音色を混ぜるんですよね。そうすることによって歌声にこう美しい成分が混ざってくるというか。で、全体的にですね、明るい声質をチョイスして歌ってますよね。イントロは悲しい雰囲気だったんですけど、この歌い出しの曲の雰囲気はちょっと明るいので、そこにこう声の雰囲気を合わせにいったんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。明るいですよね。ちょっとね、スーメタルさんの距離が遠くて表情確認できないんですけど、おそらくこう口角をですね、こう上げた状態で歌ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。顔の表情っていうのは歌声にものすごく影響を与えるんですよ。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、暗い表情で歌うと暗い声質になるんですけど、多分笑顔で歌ってんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、顔の表情を無表情にして明るい声を出すっていうテクニックもあるんですけど、これを使っていたらですね、スーメタルさんものすごい声質コントロール力だと思います。次いきますよ。口の中をですね、ちょっとこう平べったいような空間作りをしてるような音色なんじゃないかなっていうふうに思います。この美しくて研ぎ澄まされたスーメタルさんの歌声にですね、ちょっとだけこう乾いたような雰囲気を感じるんですよね。艶っぽさではなく、こう日常会話の時の声質に近いような成分というか、そういった成分を感じるとなんかね、こう親近感が湧く歌声っていう感じがしますよね。もう一回聞いてみましょう。どうしてみたいな、こういった音色かな。これはですね、口の中の口腔共鳴というところの響きがですね、前に出ている音色なんですよね。ただ、全体的にこの声を使っているわけじゃなくて、どうして、ここのポイントでですね、口の口腔共鳴の響きをポンと出して、親近感がこう湧きやすいような歌声作りをしているんですよ。こういった細かいフレージングの作り方っていうのはスーメタルさんならではなんじゃないかなっていうふうに思います。素晴らしすぎますね。次いきますよ。ここの部分で先ほど言った鼻腔共鳴の音色が分かりやすいような歌声チョイスしていたと思います。鼻声のニュアンスがですね、感じ取りやすい歌声を使っていたというか、それがね、また可愛いんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。明日さえもみたいな。ちょっとね、僕は今大げさに鼻声の音色をですね、声に混ぜてみましたけど、こういった系統の歌声だったと思うんですよね。で、男性でも女性でも共通してる部分なんですけど、鼻腔共鳴の音色を増やせば増やすほど、声質がですね、可愛い方向にですね、向かっていくんですよね。女性だったらとことん可愛い歌声を作りやすくなりますし、男性だったらこう中性的な女性っぽいようなニュアンスの歌声になっていくというか。なのでね、興味がある方はぜひね、カラオケとかで試してみてください。次いきますよ。いいですね。音域が下がってもしっかりと鼻の中の音色をキープすることによって、声の存在感もですね、キープしているんですよ。声っていうのは皆さんもご存知だと思うんですけど、音域が下がれば下がるほど自然と声量も下がってくるじゃないですか。
そうなってくると声の存在感がですね、薄くなりやすいんですよね。ただ、鼻の響きをですね、キープしたまま音域を下げることによって、そこまで声量が小さくなったっていう雰囲気がですね、感じにくくなるんですよ。その結果、声の存在感をキープしたまま、幅広い音域を歌うことができるっていうか、そのテクニック今、スーメタルさん使ってました。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。音域が低くなってもしっかりと声がガンと前に出てますよね。これ鼻のですね、鼻腔共鳴の響きをキープしている証拠なんですよ。やっぱり歌の基礎的なレベルがですね、半端ないですよね。次いきますよ。ここでハモリが入ってくるんですね。めちゃくちゃ美しいですよね。そこまで音量が大きくハモリが入ってるわけではないんですけど、多分、スーメタルさんのメロディーよりも上の音域を歌っている上ハモリっていうタイプのハモリだと思います。上ハモリのハーモニーの雰囲気の特徴としては、ものすごくきらびやかな感じがするんですよね。それに対してメインメロディーよりも下でハモる、下ハモリっていうのもあるんですけど、そちらはですね、パワー感が増幅するような雰囲気があります。今回はね、こういったバラードの楽曲なので、上ハモリのこのきらびやかで美しい雰囲気がものすごく合ってますよね。もう一回聴いてみましょう。綺麗すぎますね。僕昔コーラスグループでプロ活動をしていた時期があるので、こういったハーモニーに関してはですね、ちょっとだけね、ボイストレーナーの中でもうるさい方なんですけど、もう完璧なハーモニーでした。やっぱりね、ちゃんと音を取るっていうのも大事なんですけど、音量バランスとかもやっぱり綺麗にハーモニーを響かせるためには必要なことだったりするので、そういったね、バランスとか、音選びとか、もう完璧ですよね。次いきますよ。ごめんなさい。今回はですね、もう発見が多くて、今回もかもしれないんですけど、ものすごい発見が多くて、すごく細かく分析しちゃってますね。僕の頭をフル回転でですね、全力で分析して皆様にスーメタルさんの歌声の魅力伝えていきますので、ぜひね、お付き合いいただけたらなというふうに思います。で、今のところのハモリのフレーズなんですけど、やっぱりね、さすがだなって思うのが、普通使わないような音を使っちゃってるんですよね。なんか、ファンの皆さんをびっくりさせようみたいな、そういう意図があるんじゃないかっていう音選び。もう一回聞いてみましょうか。このたのにのところでですね、音楽理論的に言うところのテンションって言われる音が使われてます。すごくね、ごめんなさい、難しい話なんですけど、テンションっていう響きは、わかりやすく言うと、不協和音っていう音に該当する音です。ただ、不協和音って聞くと、使っちゃいけない音なんじゃないのみたいな感じで思っちゃう方いると思うんですけど、音楽理論的には全然そんなことはなくて、ジャズとか R&B って不協和音ガンガン使っちゃってるんですよ。でもものすごくおしゃれでかっこいいじゃないですか。使いようによってはめちゃくちゃかっこいい音。それが不協和音なんですよね。で、今のたのにのたの音ですよね。テンションが使われているポイント。ここの音があることによってその後ののにのところのフレーズの音の広がり感やばいですよね。誰がこのハモリフレーズ作ったんだろうっていう風にね、気になっちゃいますね。ぜひ詳しい方、コメントで教えてください。次いきますよ。かっこいい、かっこいい。バックの音が、タララっていう風に音が流れていくところで、
ボーカルの歌メロディーがですね、同じ音周辺をこうキープしているような、この音関係がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。ちょっとね、ごめんなさい。テンションが上がりすぎて、歌声分析っていうよりもなんか音楽理論分析みたいになっちゃってますね。ごめんなさい。それぐらいね、楽曲的にもものすごいクオリティだし、スーメタルさんの歌声もね、ものすごいクオリティで、僕はね、めちゃくちゃテンション上がっちゃってます。で、スーメタルさんの歌声のすごいところが、一つ一つの音をまっすぐ歌ってるように聞こえるんですけど、でもやっぱり全体で聞くと抑揚がものすごいんですよね。これがすごく僕は不思議だなっていうふうに思うんですけど、でもその不思議さが最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。多分音源化されることによってコンプレッサーっていう処理がされるんですよね。音量の大きさをですね、均一化させる処理。だから一定の音量で歌ってるように聞こえるんですけど、結構音のこの大小、ダイナミクスっていうんですけど、このダイナミクスの振り幅が広いんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。それだったら、こう、まっすぐ歌ってるようでも抑揚がすごいっていうところの理由がですね、わかるんですよね。やっぱり音の大小によって人の心って大きく動かされるので、多分ね、そういうことなんじゃないかなっていうふうに推測します。間違ってることを言っていたら、ぜひね、コメントで皆さんからのフォロー解説の方もしていただけたらなっていうふうに思うので、よろしくお願いします。次いきますよ。ナイスロングトーンですよね。で、最後の母音がのところ、ここで喉の奥の空間をですね、ちょっと広げてるんですよね。みたいな。クラシックとかオペラの体の使い方を最後のロングトーンで導入しているというか。で、りょんりょん先生のボイトレって結構喉の奥を広げるトレーニングをするんですよね。だからね、個人的にはその影響が出てるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。いてほしかったみたいな。僕がやるとね、こんな感じの歌い方になるんですけど、多分ね、こういう体の使い方をしているポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。うわ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。ここがサビですか？なんかすごいインパクトのあるフレーズだからサビかなって思ったんですけど、でも通常の楽曲の流れだったらここはね B メロっていうポイントかなっていうふうにも思うんですけど、いやめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。こうブレイクからバーンっていう風にスーメタルさんの歌声がこう入ってくるわけじゃないですか。そこのこの爆発してるような音圧やばいですよね。映像越しでもね、ものすごくこう迫力が伝わってくるというか。で、この迫力を表現するために、スーメタルさんの何が影響してるかっていうところなんですけど、これはですね、スーメタルさんの抜群なリズム感なんですよね。スーメタルさん、歌声も素晴らしいんですけど、リズム感も素晴らしいんですよ。もう正確無比っていう言葉がですね、ものすごく似合うっていう風に言ってもいいぐらいリズム感が素晴らしいんですけど、じゃあそのリズム感がいいっていうのがどういう役割を果たしてるかっていうと、楽譜上楽器たちとですね、こう縦のラインが揃うんですよね。例えばドラム、ベース、ギターでその上に歌みたいな、ここの音の縦のラインが揃うことによって音の爆発力っていうのが生まれてくるんです。で、ここはですね、ちょっとでもずれちゃうと、その爆発力っていうのが出ないんですけど、そこにですね、スーメタルさんの歌声がしっかりと乗ってるんですよ。だから歌声に爆発力を感じることができるんですよね。いや、これが表現できる女性アイドルは、僕はね、日本ではスーメタルさんだけなんじゃないかっていうふうに思います。ほんとすごいですよね。もう一回確認してみますか？多分今の話を聞いてからだとまた聞こえ方が変わってくると思いますんで、ぜひね、確認してください。
バックのサウンドがダン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 バンドゥーンってみたいな感じじゃないですか。このドゥーンのところとゼのこのね縦のラインが揃ってるんですよね。でよく聞くとわかると思うんですけど、ドラムのドンバンドンバンのこのドンパンのところにもしっかりとスーメタルさんの音の音符が縦のラインでこう合ってるんですよね。本当にねリズム感が素晴らしすぎます。次いきますよ。綺麗に歌いますよね。でやっぱりね口を大きく開いて歌ってますよね。だからね言葉がめちゃくちゃ聞き取りやすい。もう一回聞いてみましょう。やっぱ言葉がすごくクリアに聞き取れるから歌詞が持つストーリーの映像がですね頭に浮かびやすいですよね。ここまで歌を伝えようとするボーカリストも日本にはねなかなかいないんじゃないかっていうふうに思うんですよね。ほんと素晴らしいですね。次いきますよ。でこの歌声のパワー感も最高ですよね。美しさと力強さを両方兼ね添えた歌声っていうか、やっぱりしっかりと腹筋を使ってる証拠なんですよね。歌のパワー的な部分っていうのはやっぱり声を出す時に腹筋に力を入れて歌っているか歌ってないか、ここが一番重要になってくるんですよ。で声を出す時に腹筋に力を入れるためには歌の基礎である腹式呼吸で息を吸わないとお腹に力入れることができないんですよね。だからこういうところからも歌の基礎力が半端ないっていうところが感じ取れます。もう一回聞いてみましょう。ほら美しいかっこいいですよね。この2つの魅力を持ってる歌声って本当ね史上最強なんじゃないかって思っちゃうんですよね。僕は大体どっちかじゃないですか。美しい歌声ですよねとか、かっこいい歌声ですよねとか、美しいかっこいいですよねってすごくないですか。いやー本当にね尊敬しちゃいます。次いきますよ。ちょっと弾いてね。ほらやっぱりちょっと弾いてまた前に行ってみたいな、この前後を使った距離感の表現、これが素晴らしいですよね。音量の大きい小さいって上か下かだと思うんですよ。でも前後の表現っていうのは声質を変えての表現だと思うんですよね。僕は例えば声を前に置きたいっていう場合は声を飛ばす方向を前方向に持っていく。で後ろに一歩引いた雰囲気を出したいときはこう後ろにこう声を引くようなイメージで歌うとちょっとねこもった感じになるので、一歩後ろにみたいな感じになってそういったね距離感を表現できるんですけど、こういう細かい表現をですねスーメタルさんやってるんですよね。もう一回聞いてみましょうか。ほら弾いて、ほら前行って、ほら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 、わかりますか？今ね僕がごめんなさい喋ってるからよくわかんなかったかもしんないんですけど、悲しい雨がのところで一歩後ろに引いて、その後からこうじわじわと前にこう出ていくみたいな歌い方をしてるんですよね。やっぱりこういうね声の距離感の表現引き込まれますよね。次いきますよ。素晴らしい。でロングトーンで一番前にこう声を持っていくっていうね、かっこいいね。歌声の素晴らしさがこうね注目されがちだと思うんですよ、スーメタルさんの歌って。でも僕が思うスーメタルさんの歌の本質ってこういう表現力にあるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。3曲目にしてようやくねそこに気づくことができました。僕はあんなに素晴らしい天性の歌声を持ってるスーメタルさんがこの表現力で歌を歌ったら感動しないわけがないんですよ。いやーすごいね。ベビーメタルの新しい曲を聴くたびにね僕はね感動しちゃいます。ぜひね歌声分析してほしい楽曲がございましたらね、まだまだリクエスト募集していますんで、ぜひねコメントで教えてください。次いきますよ。
うん。もうね、感動しっぱなしですよ、僕は。で、今のところで、ちょっとね、こう、ビートをぐっと抑えたような感じになったじゃないですか。そうなったタイミングで、スーメタルさん何をしたと思いますか？歌でビートを引っ張っていくように、全体的に音を切るような感じに歌ってるんですよね。これをスタッカートって言います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。二度と会えないけど、みたいな。まあ、全体的にこう分かりやすいほど音を切るっていう感じではないんですけど、その手前までが一つ一つの音をね、こうつなげるレガートっていう歌い方で歌っていたのに対して、ここの部分ではちょっとね、ビート感を感じさせるように、音を切って歌ってるようなポイントが出てくる歌い方に変えたというかね。ほら、表現力の話をしたそばからこれですよ。やばくないですか？次いきますよ。やっぱ口がよく開きますよね。ここまで大きな口を開いて歌っている女性アイドルは多分ね、いないんじゃないかな。最近はやっぱりね、こう、リップアタックって言って、まあわかりやすい言い方で言うと、口パクをしてるグループさんが結構多いので、声を出していないけど、口を大きく開けることによって歌ってる雰囲気を表現するみたいな、そういう風にやってる方はいると思うんですけど、実際ね、ここまで口を大きく開いて歌っている女性アイドルってね、僕はあんまりいないんじゃないかなと思って。でも口って大きく開ければ開けるほど良いとされてるんですよ。歌の中ではね。声も大きく響きますし、声の雰囲気もすごく明るくなって、言葉一つ一つもクリアになるし、いいことしかないんですけど、それをね、スーメタルさんやってるんですよね。いや、もう本当に素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。で、多分女性にとってこのぐらいの音域って中高音って言われるぐらいの音域だと思うんですよね。ちょっと声を張って出すような音域。だから口を本来だったらそこまで大きく開かなくても出せちゃうぐらいの音域だと思うんですけど、あえてスーメタルさんは口を大きく開いて声の魅力をですね、最大限に発揮した歌い方をしてるんですよね。こういうところがね、やっぱりね、歌をね、ものすごく大事に思って歌ってるんじゃないかなっていうふうに思っちゃってすごく感動しちゃいます。次いきますよ。いいね。ここの声力強すぎますよね。で、このぐらいの音域になってくると、地声と裏声の中間って言われるミックスボイスっていう声を使う方ね、ものすごく多いんですけど、ちなみに、このミックスボイスっていう声、正式にはミドルボイスって言うんですよね。ただ今、この歌の業界の中でそのミドルボイスをですね、ミックスボイスっていう風に表現してる方もものすごく多いし、ミックスボイスっていう風に覚えてる方もものすごく多いんで、僕はあえて世間のですね、ニーズに合わせるためにミックスボイスっていう風に説明をするようにしています。ただ正式名称はミドルボイスっていう名前なんだよってことをね、頭の片隅に入れておいてもらえたらなっていう風に思います。個人的にね、ぶっちゃけその声の種類の名前なんてどうでもいいんですけど、ただね、こういう声があるっていう風なことを知っておいていただけたらなっていう風に思います。で、この辺からミックスボイスにする女性ボーカルの方多いと思うんですけど、スーメタルさんはですね、ここであえて胸のですね、胸腔共鳴という響きをメインにしたチェストボイスと言われる地声成分の強い声を使ってるんですよね。で、このチェストボイスっていうのはものすごく迫力のある声を出すことができるんですよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら、すっごい強い声ですよね。こういう音色コントロールがですね、本当にすごい努力の賜物ですよね。元々のね、才能も素晴らしかったと思うんですけど、やっぱりその才能をですね、120% をコントロールするためには、やっぱりね、努力って必要だと思うんですよね。天才が努力したらね、もう最強になっちゃうっていう、まさにそれがスーメタルさんなのではないでしょうか。次いきますよ。うわーやばいね。
やっぱこの辺のロングトーンもさすがだなっていうふうに思いますよ、僕は。で、今の声はですね、チェストボイスのこの胸腔共鳴の響きをやや落として、少しだけミックスボイスの要素をプラスしたような感じの声になってます。ミックスボイスを使うことによって、ロングトーンをコントロールしやすくしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。このサメナーのあたりからがミックスボイスです。で、ミックスボイスを出す時のコツとしては、鼻に入れる声の量を増やすんですよ。だからミックスボイスの部分っていうのは、鼻声の音色が少し感じ取りやすいような音質になるんですけど、今ね、そういった音色の変化があったのでね、運よく気づくことができました。ただフレーズの中でそうやって声質をね、切り替えられるっていうのがね、素晴らしすぎますね。さすがです。じゃあ次の歌い出しからいきたいと思います。いや、ギターソロがね、ものすごくね、美しい旋律でした。やっぱりメタル系のバラードのギターソロっていうと、ハモリですよね。美しすぎてね、x ジャパンのエンドレスレインをね、僕はね、ちょっと思い出してしまいました。一番最初の同じフレーズを歌った時は明るい声質チョイスだったのに対して、ここでは暗い声質をチョイスしてるんですよね。で、表情も今ね、映像を見る限り、すごくね、こう悲しい表情で歌ってるんですよ。その顔の表情の感情がですね、歌声に乗っているポイントですね。やっぱり表情で声質を作り上げてるんですよね。まあね、僕がこう解説すると作り上げてるとか、そういうなんか機械的な説明になってしまうんですけど、スーメタルさんは多分ね、そういう風な機械的な感情で歌ってる感じではなく、本当に心の底から湧き出た感情を歌声に乗せて歌ってると思います。ただ解説するとね、やっぱりどうしてもそういう機械的な説明になってしまって、この辺でちょっと誤解が生じてしまったら申し訳ないなっていうふうに思うんですけど、機械的にね、歌ってここまでね、感動するわけがないですから、そこね、誤解しないでいただきたいなっていうふうに思います。もう一回じゃあ聞いてみましょうか。ほらほら。ほら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 。すごくないですか？ 1 回目と、フレーズ、要は音の流れは一緒なのに、声の雰囲気が違うだけで、ここまでなんか感じる世界観が変わってくるんですよね。いや、もうね、表現力お化けですね、スーメタルさんは。次いきますよ。ほら、もう泣きそう。やばいね。この声やばいね。で、なんか今、顔のアップだったので気づいたんですけど、ちょっとね、こう口を横に開いて歌ってるんですよね。そうすることによってすごく切ない声が出てるっていうか、なんか今にも泣き出しそうな時の顔の表情ってこう口、なんかこうなるじゃないですか。多分そういう情景を想像して歌ってるんですよね、スーメタルさん。もう一回聞いてみましょう。やばいね。この声はやばいね。もう一瞬で心持ってかれますよね。すごい切ない気持ちがね、こうダイレクトで伝わってくるというか。いやー、すごい。次行きますよ。で、今のフレーズで、その前よりもさらに言葉をはっきりと歌ってますよね。ここで言葉をですね、さらにはっきりと歌うことによって、その後にどんなストーリーがやってくるんだろうっていう期待感が出てきますよね。この歌い方やばいですね。神がかってます。もう一回聞いてみましょう。やばいやばいやばい。本当はただなんだろうってなりますよね。うわー、これはすごいね。次行きますよ。会いたい、それだけだった。この言葉を聞いてね、ものすごくなんかホッとする僕がいます。歌詞の言葉としては、ものすごくストレートで、
いい意味でシンプルな言葉だと思うんですけど、なんかこの言葉が聞きたかったみたいな感じになりますよね。多分この気持ちにさせてくれるのもスーメタルさんの表現力あってこそだと思うんですよ。なんか今回ものすごく熱く語っちゃってますね、僕。いや、それぐらいすごい歌だなっていうふうに思いますよ。もう一回聞いてみましょう。いやー、最高か。この歌は最高だな。で、こっからサビに突入でしょ？盛り上がってくんのかなっていうね、こういう楽しみもありますよね。早速行ってみましょう。かっこいい。やばいね。やっぱりこのサビのインパクトやばすぎますよね。めちゃくちゃかっこいい。かっこいいバラードってすごいですよね。なんかバラードってやっぱね、こう、きらびやかとか、優しさとかね、なんかそういった感情表現が多いと思うんですけど、バラードなのにかっこいい。なんかゴスペルのバラードとかでそういうね、かっこいいバラードとかあったりするんですけど、ラウドネスっていう日本を代表するメタルバンド、皆さんご存知ですか？そこの新原稔さんがですね、ボーカル教則 DVD を昔リリースしてるんですよ。僕、新原稔さんみたいに歌いたくて、その DVD 買ったんですけど、そこでやっぱりソフトに歌うバラードではなくて、やっぱりね、ゴスペルみたいに、うわーっていう風に歌うんだけど、ものすごく感動して、かっこよく聞こえるバラードもあるみたいな感じのことを説明してくださって、そして実際に新原稔さんが歌うっていうシーンがあったんですけど、なんかね、その瞬間をですね、僕は今思い出してしまいました。それぐらいスーメタルさんの歌声がですね、かっこよくて感動しちゃってるんですよね。いやー、リクエストありがとうございます、本当に。次行きますよ。いいね。で、サビの歌い方的にはやっぱりね、シンプルイズベストみたいな感じの歌い方ですよね。いい意味でテクニックとかを入れていないっていうか、もう一つ一つの音をストレートに歌うっていうね。それがね、こうストレートにこう気持ちが伝わってくるっていうところに繋がってると思うんですけど、もう最高ですね。次行きますよ。で、歌のフレーズって結構こう切ったりした方がバックのサウンドに乗りやすかったりするんですけど、でもスーメタルさんって一つ一つの音をこうね伸ばすロングトーン的な歌い方が多いじゃないですか。バックのサウンドには乗りにくいはずなのにめちゃくちゃ乗ってるんですよ。ここがすごいですよね。で、これどうやってるかっていうと、やっぱり音の強弱だったり、子音のこう、スッみたいな、こういうアクセント、こういった部分をですね、駆使してノリを作ってるんですよね。やっぱりね、この歌い方は唯一無二ですよ。次行きますよ。やっぱりね、スーメタルさんのこのね、長く伸ばすポイントが来るとね、僕はね、すごい喜んじゃいます。もう本当に綺麗にまっすぐピーってね、伸びるんですよね。普通だったらね、こういったところでビブラートを使って抑揚をつけたりするんですけど、スーメタルさんはね、ビブラートを使わずにこう、まっすぐ伸ばすっていうね、こっちの方がね、テクニック的に難しいんですよね。高い基礎力が要求されるっていうか。次行きますよ。いいね。で、ここで少し明るい声質にしてますよね。いや、本当に喜怒哀楽の表現をですね、いろんなところで感じることができて、嬉しい気持ちになっちゃいますね。スーメタルさんの歌を聴いていて、一緒の感情に慣れてるような気がするっていうかね。次行きますよ。いいね。もうね、すごすぎて笑っちゃいますよね。で、最後のロングトーンのところ、今度ね、また喉を広げて、太い声をですね、チョイスして歌ってるんですよね。すごい。もうこの一言につきますね。あ、歌はここで終わりなんですね。一通りね、エンディングのギターソロと、あとね、最後のピアノのフレーズまで聞いたんですけれども。いやー、すべてにおいて最高でした。以上、ベビーメタル、ノーレイン、ノーレインボー、歌声分析はここで終了です。いや、何ですか、この素晴らしい歌は。もうすべてにおいて完璧ですよね。
感情表現、声の出し方、そして空間を表現する歌い方とかね、前後とか上下、ここまでできるボーカリストが他にいるんでしょうかっていうぐらい、ほんと多彩な歌い方をしてるボーカリスト、それがスーメタルさんなのではないでしょうか。もう終始ね、もうテンション上がってやばかったですよね。途中ね、早口になったり、聞き取れない言葉がね、出てきたら申し訳ないなっていうふうに思うんですけれども、それだけね、熱中して歌声分析ができたかなっていうふうに思います。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタルブランニューデイ。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ、今回歌声分析をするベビーメタルブランニューデーなんですけれども、2024年の6月にですね、公開されたライブ映像ですね。僕が今まで公開したベビーメタルの楽曲の中では一番最新の映像の歌声分析動画となっております。そして現在からですね、1月いっぱいぐらいになるかな。ベビーメタル歌声分析強化期間というものを設けております。その期間、ベビーメタルのですね、歌声分析動画を多めに公開しますので、気になる方はですね、ぜひ今のうちにチャンネル登録だけでもしていってください。ちなみに今までベビーメタルの歌声分析動画はですね、こんな感じの楽曲のですね、歌声分析動画も公開しております。概要欄に URL 貼ってありますので、気になる方はですね、ぜひそちらもチェックお願いします。そしてブランニューデーの歌声分析をしてみたんですけれども、終始感動しっぱなしでした。もう全てにおいて完璧な楽曲、それがブランニューデーなのではないでしょうか。スーメタルさんの歌声がかっこよくて美しいのはもちろんなんですけど、モアメタルさんとモンメタルさんのバックコーラスもめちゃくちゃ可愛いしね。で、バックのサウンドもですね、めちゃくちゃかっこよくて、もう言うことなしでした。そんな中からですね、ベビーメタルの歌声の素晴らしい部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ベビーメタルブランニューデー歌声分析 GO!うわかっこいい。やばいね。うん。ものすごい分厚いサウンドで、なんかファンクのようなビート感を感じますよね。ハードロックとファンクの融合したようなジャンルというか、めちゃくちゃかっこいいイントロ。で、こういう風に楽器隊がですね、同じリズムで演奏するパターンを決めって言うんですよね。この決めが出てくるポイントってものすごくインパクトが強くなってる場合がですね、非常に多いんですよ。僕ね、この決め大好きですね。で、その決めの音が強いアクセントって言われる部分に、ベビーメタルの3人のですね、パフォーマンスの動きがピタッとこう合ってるので、ステージ上をこうね、見た感じのパワー感みたいなのも生まれて、これがね、またかっこいいですよね。かっこいいこれはたまらないですね。ベビーメタルファンの皆さんがですね、リクエストしてくださる理由がもうイントロの段階でわかりますね。もうね、すごすぎます。次行きますよ。この辺から歌い出しかなこれはもうイントロの段階で僕はね、心拍数がものすごく上がってしまって、歌い出し前に一回落ち着かないとこれは無理ですね。しょっぱなからテンションマックスです。じゃあ行ってみましょうかね。いいですね。
なんか僕が今まで聞いていたスーメタルさんの歌い方とはまた一味違ったように感じます。やっぱ最近の映像っていうことで歌い方もこう進化してるってことなんですかね。歌声の美しさはですね、僕が知っているスーメタルさんの声の魅力のままなんですけれども、そこに温かみとですね、きらびやかなみずみずしさっていうんですかね。そういった表現がプラスされているように感じます。それをどうやって表現しているかというと、鼻の中のですね、鼻腔共鳴、こちらの響きを多く使ってるんですよね。鼻声の音色を声に多めにプラスしているというか、プラス、声にですね、息の音を混ぜるウィスパーボイスっていうテクニックを全体的に使って、こう柔らかさを表現しているポイントというか。で、一番かっこいいなと思ったのが、フレーズの最後のフォールと言われる、こういう風に音を徐々に下げていくテクニック。ここがですね、美しくて可憐な歌声の中にワイルドさを感じさせるかっこいいポイントだなっていう風にね、僕は思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。かっこいい。みたいな感じで裏声にこうひっくり返しているところもものすごく色っぽいですよね。そうですね。僕が知っていたスーメタルさんの歌声に大人っぽさがプラスされてきているというか、この表現が一番正しいかな。僕が感じた印象としては、さらにいい声になってますね。すごすぎる。次行きますよ。ここでドラムのビートが入ってくるんですよね。で、ドラムのビートが入ってくるっていうことは、曲全体のリズム的な雰囲気がギュッと締まった感じが出てくるんですよ。その雰囲気にですね、スーメタルさんは、声のニュアンスを合わせるために、スタッカートって言われるところどころで音を切るテクニックを使って、歌のフレージングの雰囲気もギュッと締めたような感じを表現してるんですよね。これすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。タッタラタタタタタララみたいな、こんな感じで歌ってるんですよね。今、ところどころにスタッカート、音を切るテクニックを入れてみたんですけど、こうすることによってフレーズがぐっと締まったニュアンス出てくるんですよ。やっぱりね、スーメタルさんは、歌のテクニックだけじゃなくて、こういったリズムの知識もものすごいんですよね。さすがです。次行きますよ。いいね。ここは音的には全体的にはこうね、滑らかにつなげていく感じで、スタッカートは使ってないんですけど、その代わり、子音の強弱で、ビートのメリハリを作ってるんですよ。ほんとすごいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。で、こんなにかっこいい歌い方をしてるのに、ものすごく可憐な感じの雰囲気が出てるじゃないですか。これがすごいですよね。リズムでかっこよさを、声質で美しさ。こういった雰囲気のギャップを作り上げてるっていうね。最高です。次行きますよ。いい。いいね。バックのサウンドがね、どんどん激しくなってきましたね。で、バンド体の音が分厚くなってるにもかかわらず、スーメタルさんの歌声がこう埋もれてないっていうのがすごいんですよ。存在感がものすごい証拠ですよね。で、この歌声の存在感ってどこで作るかっていうと、肺の中の胸腔共鳴、ここがメインになってきます。歌声の土台って言われる部分なんですけど、ここの響きをですね、しっかりと使ってスーメタルさんが得意としてる鼻の中の鼻腔共鳴の響き、ここにつなげてあげるんですよね。そうすることによって声が熱くなって、なおかつ鼻の響きが作る声の抜けた感じ、通りのいい声っていうかね、その二つを同時に持ち合わせた歌声が生まれるんですよ。まさにスーメタルさんの声、この表現ぴったりかなっていうふうに思うんですけど、だからこそスーメタルさんの歌声の存在感ってものすごいんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらすごいね。で、歌声だけではなくて、リズム的な部分でも非常に重要なことをスーメタルさん行っているんですけど、ここのポイントのテンポって、タン、タン、
タンタン、このぐらいのミディアムテンポって言われるぐらいのテンポなんですけど、これをですね、スーメタルさんはタッタ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 っていう風に倍のテンポでリズムをとって歌ってるんですよ。そうすることによってどういうことが起きるかっていうと、このリズムのカウントってあるじゃないですか。1、2、3、4。このカウントよりも若干ですね、早めに歌の音符が来るんですよね。これを音楽の専門用語では前乗りとかリズムの前取りって言ったりするんですけど、このリズムの取り方を使うことによって歌の存在感ってぐっとこう上がるんですよね。バンド体の音のアクセントの位置よりも一歩先に音を出すことができるので、やっぱりその分歌が目立つというか、そういったものすごい細かいテクニックも使ってます。どこで知ったんでしょうかね、この知識。この知識は楽器とかやっていないとなかなかこう習得ができる知識ではないっていうふうに個人的には思ってるんですけど、歌以外にも幅広く音楽の勉強をしてるんじゃないかなっていうふうに僕はね、推測します。次いきますよ。いいね。いい。わかってのこの一瞬音がグッと上がるところめちゃくちゃかっこいいですよね。で、しっかり腹筋と背筋を使って高い音出してるので、声のパワー感もものすごいですよね。一瞬音域がグッと上がったところで声が一気にドーンとこう前に出てくる感じがするというか、超かっこいいですよね。で、フレーズ後半ではしっかりと音を切るスタッカートを使って、次のシーンに移動するための助走を作ってるような表現かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。止められないのところがこうグッグッってこう締まった感じがしますよね。この次何かやってくるんだろうっていう期待感がこう湧いてくる雰囲気があるというか。いやー、やっぱりね、ベビーメタルの楽曲を聴くと、こう次にどんな展開がやってくるのかっていうのがね、楽しみの一つでもありますよね。次行きますよ。なるほどね。ごめんなさい。一回止めますよ。一瞬ダンスブレイクみたいな感じになるんですね。で、そこからのサビか。この溜めた感じもかっこいいな。サビ、もう一回ごめんなさい。頭から流しますね。うわ。かっこいい。やばいね。これはやばいですね。これバックのサウンドは、イントロのあのサウンドと一緒なのかな？こう、決めがね、ガンガン来てるところで、スーメタルさんがハイトーンで歌ってるっていうシーン。ここがサビですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。で、バックが決めで音のアクセントをガンガン出してるので、スーメタルさんはですね、あえてアクセントを入れた歌い方をしていないんですよね。おそらくなんですけど、ここでスーメタルさんがアクセントを入れた歌い方をしてしまうと、ちょっとリズム的なアタック感が強くなりすぎちゃうっていう判断のもと、こういった歌い方にしたんじゃないかなっていうふうに推測します。逆にこっちの雰囲気の方が歌の魅力がすごく際立ちますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。スタッカートは使っていないんですけど、子音の強さっていうところは表現していて、さりげなくこうアクセントを使ってるみたいな歌い方でしたね。で、このハイトーンはですね、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声というテクニックを使ってます。で、これね、毎回言うんですけど、ミックスボイスっていうのは実は正式な名前じゃなくて、正式な名前はですね、ミドルボイスって言うんですけど、今この声、世間ではミックスボイスっていう風に呼んでる方が非常に多いので、僕はね、あえてミックスボイスっていう風な名前で皆さんにご紹介してます。こういう説明言わないとコメントでなんか、ミドルボイスをミックスボイスって言わないでくれとか言う人が出てくるので、あえてね、説明しておきますね。僕はね、呼び名なんてぶっちゃけどうでもいいんですよ。その声が使えるか使えないかっていうところが重要であって、正式な名前が合ってるかどうかってあんまりね、そんな重要視してないんですけど、豆知識として覚えておいてください。地声と裏声の中間の声は本来はミックスボイスじゃなくてミドルボイスって名前があるんですよ。でも鶴さんは多くの方がこの声をミックスボイスっていう風に呼んでるので、そこに合わせた説明の仕方をしてますよってね。
すいません、説明がね、長くなってしまって。で、この声、ミックスボイス、今中間って言ったんですけど、スーメタルさんの場合はですね、裏声の方に比重をやや多く持っていってる声を使ってるかなっていうふうに思います。ミックスボイスもその割合によっていろんな声が表現できるんですよね。例えば、裏声と地声が 50%50% の声、僕がやるとどういう感じになるかっていうと、はーこんな感じの声。裏声の成分を強くすると、はーこんな感じ。で、地声の成分を強くすると、はーこんな感じ。だいぶ同じミックスボイスでも声質の差が出てきますよね。どういった雰囲気を表現したいかによって、裏声と地声の割合をですね、変えることによって、楽曲に合った声質を表現できるっていうのをミックスボイスのメリットの一つかなっていうふうに思います。ただね、これ習得するのめちゃくちゃ難しいテクニックなので、スーメタルさんがね、この若さでこんなに完璧にコントロールできてるっていうこと自体がね、ものすごいことです。僕はここまで細かくコントロールができるようになるまで、15年ぐらいかかりましたね。まあね、我流でやったから、そのぐらいかかっちゃったってのもあるんですけど、僕にとってはね、それぐらい難しいテクニックかなっていうふうに思います。次行きますよ。あら、かわいい。コーラスかわいいですね、お二人のね。コーラス。モアメタルさんとモモメタルさん二人で歌ってるところ。こうさらっと歌ってる感じなんですけど、声がね、めちゃくちゃ可愛くてね、キュンキュンしちゃいました。ごめんなさい。歌声じゃなくて、声の可愛らしさにものすごくね、キュンキュンしてしまいました。次行きますよ。いいね。この可愛らしいお二人のコーラスと、美しくて力強いスーメタルさんの歌声のこの交互に来る感じがめちゃくちゃ引き込まれますよね。で、ワンフレーズワンフレーズパートが変わるので、そういった細かいパートチェンジでのスピード感も感じれて、めちゃくちゃかっこいいポイントかなっていうふうに思います。次行きますよ。あららららら、僕ね、ごめんなさい。僕、モアメタルさん推しですね。笑顔がとても好きです。いきなり何の話だって感じなんですけど、ごめんなさいね。歌声分析なのに。モアメタルさんのね、笑顔にキュンと来てしまいました。じゃあ本来の仕事をしっかりとしていこうと思います。歌い出しから聞いていきますね。いいね。やっぱりこの声の力強い部分と優しく歌う部分のですね、音の強弱。これ専門用語でダイナミックスって言うんですけど、ここをしっかりと表現してますよね。やっぱり音の強弱っていう部分は人ってどんどん引き込まれていきますので、これがスーメタルさんの歌声が世界中の方々から愛される要因の一つなのかなっていうふうに個人的に思うんですけど、僕が今まで聴いたベビーメタルの楽曲のスーメタルさんの歌声のそのダイナミックスはですね、ここまで大きく表現されていなかったんですよね。音源で音質の音量を一定にするコンプレッサーっていう音質処理がされていたっていうのもあると思うんですけど、で、今回のブランニューデーはコンプレッサーの処理がされていないかって言われたら全然そんなことなくてされているんですけど、されているにもかかわらず、このダイナミクスの差が分かるほどスーメタルさんが音量での表現の振り幅を大きくしてるって証拠なんですよね。やっぱりそういった部分にもものすごく磨きがかかっていると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。だったらたららららららみたいな大げさにやるとね、このぐらい音量の大きい部分と小さい部分の差っていうのをつけて歌ってるんですよ。これすごいですね。どんどん表現力が進化してるスーメタルさん、素晴らしすぎる。次行きますよ。いいね。ミュージックのところも先ほど言ったように音量をちょっと下げてるんですけど、それプラスリズムをですね、ちょっと遅らせたような歌い方をしてるんですよね。そこがまたかっこいいですよね。美しかっこいいです。これね、前回のノーレインボーの歌声分析の時にも言ったんですけど、スーメタルさんの歌声はですね、僕の中では大きく分けると2つの魅力を持ってる歌い手かなっていうふうに思ってて、美しい部分とかっこいい部分。普通どっちかじゃないですか。美しいボーカリストとか、かっこいいボーカリスト。
でもスーメタルさんの場合は美しいかっこいいボーカリストっていう風にね、僕は思っていて、今後これをね、どんどんこう広めていきたいなっていう風に思ってるんで、皆さんよろしくお願いしますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。素晴らしい。素晴らしいですね。で、今、モーメタルさんが、こうね、ニコって笑って踊ってるシーンが映ったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったですね。ごめんなさいね。ダメですね。やっぱりね、可愛いポイントを見つけてしまうと僕は反応してしまいますね。多分ベビーメタルの歌声分析動画は今後こういう感じになっていくと思います。なんかね、少しベビーメタルのことを知れたタイミングでですね、そういった部分にも注目できる余裕が生まれてきたというかね。やっぱりルックス的に素敵な3人じゃないですか。そういった部分も僕が思った感想をですね、どんどんこうアピールしていきたいなっていうふうに思います。次いきますよ。そう、やっぱここかっこいいですよね。こう B メロになった瞬間に一気にこうビート感が強くなるポイントで、で、こう前半はスーメタルさんがそのビートに対して歌のアクセントをガンガンぶつけていくようなポイント。めちゃくちゃハードロックなビート感を感じてですね、僕はテンションが上がってしまいますね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。ずるいね、このかっこよさはね。永遠に語り継がれるかっこよさですよ、これは。もう本当にすごい。次いきますよ。いいね。やっぱ前半と後半とこう歌い分けるっていうね、これがね素晴らしいと思います。前半はビートをしっかり聴かせて、後半は歌のこうふわっとした雰囲気を聴かせるっていうね。そこに対してモアメタルさんがこうね、真剣な表情で踊ってる姿、ものすごく可愛い。次いきますよ。そう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 。そう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 。このハイトーンいいですよね。超かっこいいな。もう一発でこの曲大好きになっちゃいますね。次いきますよ。そう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 。そうそうそう。ここでね、こう体を回す。こう振り付け。ダンスブレイクみたいな感じで、この後サビでドーンってくるんですよね。やっぱこれがあるからこそサビのね、インパクトはこう際立つというかね。行ってみましょう。今気づきました。これ、ちゃんと歌ってる声なんですね。加工されていたから、なんかシンセサイザーの音かなっていう風に思っていたんですけど、そっか、歌声なんだ、これ。なんて加工だろう。電子音みたいなね。僕ね、ちょっとこれ正式な名前わからなくて申し訳ないんですけれども、ケロルとも違うし、ディストーションとも違うし、なんだろう、これ。詳しい方、ぜひコメントで教えてください。ごめんなさい。僕もね、プレイヤー時代は自分でレコーディングをしていたので、音質加工とかはやったことがあるんですけど、この加工をやったことがなくて、ちょっと名前の方がね、わからないんですけど、フェイザーとかやつかな。エフェクター関係詳しい方、ぜひコメントで教えてください。次がサビかな。行ってみましょう。かっこいい。かっこいいね。で、歌声もかっこいいんですけど、今ね、ちょっと余裕が出てきたんで、ベビーメタル3人の全体的なパフォーマンスもね、一緒にこう見ながら歌声聞いていたんですけど、やっぱこう決めの部分にバシッバシッとこうね、動きが合うっていうことによって、ステージ上を見た感じの、最初にも言いましたね、これ。視感的パワー感が生まれるんですよ。こうドーン、ドーンみたいな。これがまたかっこいいですよね。もう一回見てみましょう。ほら。かっこいい。やばくないですか？これめちゃくちゃかっこいいですよね。いやーもうベビーメタル大好きです、僕。本当にかっこいい。いや、今までね、大好きじゃなかったわけじゃないんですけれども、さらに大好きになったっていう感じ。大好きな気持ちにかける大好きになって、ものすごい大好きみたいな。わかりますか？この気持ち。さらにハマってきました。なので、ベビーメタルファンの先輩方、ぜひね、いろんな情報を教えてください。皆さんが頼りです。その代わり僕はね、ベビーメタルの歌声的な魅力を皆さんにね、細かい部分まで提供しますので、これで交換条件としてどうでしょうか？いろいろ教えてくださいね。お願いしますよ。次いきますね。
あ、そう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 。ここいいですよね。もうかっこいい部分はかっこいい部分、優しい部分は優しい部分、可愛い部分は可愛い部分っていう風に各魅力ポイントっていうんですかね。そういうところはこう明確化されてますよね。ブランニューデイは。曲の中の見どころがすごくはっきりしていて分かりやすいっていうか。いやー、こんなにね、ストレートに曲の素晴らしい部分が伝わってくる楽曲もなかなかないですよね。最高すぎます。次いきますよ。あ、ごめんなさい。変なところで止めちゃった。いやー、最高すぎるな。もうね、感動しちゃって。素晴らしすぎて。もう語彙力がなくなってきちゃいますよ。こうなってくるとね。本当に素晴らしいものに出会うと、人って言葉が出なくなるみたいな。今ね、まさにそんな感じです。僕の心の中は。でもね、頑張っていきたいと思います。続きいきますよ。いいね、いいね、いいね。うえへへへ。うん、すごいね。僕ね、早弾き大好きなんですよ。だから僕の大好きなギターフレーズが来た瞬間にね、もう昔のギターキッズだった頃のね、鶴さんの気持ちがこうね、蘇ってきました。で、その前のスーメタルさんの歌声なんですけど、この曲始まって一番優しくてふわっとした声を出してますよね。で、この声、完璧な裏声に聞こえるかもしれないんですけど、地声的な要素がですね、2割ぐらい使われています。なので、正式にはミックスボイスで、地声が2割、裏声が8割みたいな、そんな感じの声質かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。すごくふわっとした感じですよね。これ声を出してる感じは多分裏声なんですけど、そこに胸の胸腔共鳴の響きを使うことによって地声の要素をですね、少しだけ足してるんですよね。で、裏声っていうのは鼻とか、あとはですね、頭を響かせる声、ヘッドボイス。この2つをメインで使うんですけど、地声っていうのは胸の胸腔共鳴を使うんですよね。だからどこをどのぐらい響かせて声を出すかによってどの声質をメインで使うかっていうのがね決めれるんですよ。そういった声の響きの割合の調整で今の部分をですねスーメタルさんが歌ってるんですけど、これ説明するのは簡単ですよ。正直ね、実際に体現やってみるっていうのはものすごく難しいです。自分の体の中の声の響きの構造を 100% 理解していないと、こういう声質作りってできないので、だからね、すごすぎるんですよ。いやー、ビビりますね、本当に。じゃあ次の歌い出しからいきますね。今ね、ギターソロバトルみたいな感じになってましたけど、今ね、びっくりしたのが、この今映っている白いギターを使ってる方、普通のギターかなと思ったんですけど、8弦ギターなんですね。一般的なギターっていうのは、弦と言われるこうね、スチール製の糸みたいなやつが6本ついてるのが、一般的なギターなんですけど、その状態からですね、2本弦が多いっていう特殊なギターを使ってます。びっくりしました。使ってる人見るの僕初めてかもしれない。じゃあ次行きますよ。なるほどね。ここで C メロなんですね。で、ハーフテンポやってきましたよね。ベビーメタルの楽曲で最後の大サビ前の C メロポイントってハーフテンポになるアレンジが結構多い気がしますね。で、これおそらくベビーメタルだけじゃなくて、ヘビーメタルとかハードロックとかそういった激しい系のジャンルの楽曲っていうのは、やっぱり曲の中でメリハリをつけるためにどこかしらにハーフテンポを入れてる楽曲が多い印象が僕の中にはあります。で、ハーフテンポっていうのは今までの楽曲のテンポの半分になる。これをね、ハーフテンポって言います。だからテンポが半分になるので、その部分が自然とこう盛り下がるような感じになるし、ハーフテンポから元のテンポに戻った時に自然と盛り上がるような雰囲気になるので、楽曲の中の流れとしては自然な盛り下げからの盛り上げポイントを作ることができるんですよね。僕のね、大好きなアレンジの一つです。次いきますよ。で、ここのメロディーのフレーズなんですけど、どことなくなんか和風な雰囲気を感じるのは僕だけでしょうかね。多分使ってるメロディーがですね、ペンタトニックスケールっていう音階を使ってるんですよね。で、このペンタトニックスケールっていう音階って和風感を感じるような雰囲気の出る音階なんです。で、リズムのアクセントもですね、楽曲の表って言われるタン、タン、タン、
タン、ここのポイントにアクセントが来てるので、日本の音楽的な要因がですね、多いセクションになってるんですよね。だから、おそらくなんですけど、ここの部分に和風感を感じるっていう感想を持ったのかなっていうふうに自分で自分をね、分析してみました。ペンタトニックスケールはですね、ハードロックとかヘビーメタルでは結構使われるフレーズですね。ミスタービッグのポール・ギルバートさんとかは結構ね、ペンタトニックスケール使ってるイメージあります。次いきますよ。いい。いいですね。で、バックコーラスのお二人、ここハモってますよね。このハーモニーもすごく美しいですね。いい意味でサラサラとした感じのハーモニーのこの音色がですね、ものすごく心地よくて、その後にスーメタルさんの力強い歌声がバーンってくるから、自然とね、声のメリハリができていて、聞き応えバッチリのポイントですよね。次いきますよ。もうここでアウトロなのかな。もう残り時間的にあとね、1分ないんですけど、最後大サビ来るかな。すごくね、こう盛り上がった感じがしてきたので、大サビに来るか、このままアウトロに突入してしまうのかっていう感じだと思うんですけど、聞いていきましょうか。なんか来そうですね。ドラムのタタ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 が始まったから。最後にサビ来そうですね。楽しみですね。いきますよ。やっぱり。うわ、いや、このブレイク反則じゃないですか。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、こんなもの。こんなものなんて言っちゃいましたけど、いい意味ですよ。めちゃくちゃかっこいい。さすが大サビですね。今までで一番のインパクトがあるポイント。もう一回聞いてみましょうか。ほら、かっこいい。やばいね。すごすぎますね。次行きますよ。うわー、すごい人。すごい人、さすがですね。びっくりしました、今。この映像始まって初めてじゃないですか。観客席が映ったのが。さすがですね。ものすごい数のファンの方々。その方々全員をですね、感動させるベビーメタル。最高ですね。次行きますよ。かわいい。いいね。もう本当にいろんな魅力がありますよね、ベビーメタルは。かっこいい、かわいい、美しいみたいなね。もう本当に、もういっぱい知りたいです。彼女たちの魅力をね。次行きますよ。かっこいいね。もうエンディングなんですけども、最後の最後までかっこいいですよ。続きいきますよ。いい。なんか3人がね、バシッと集まって、みんながこうね、カメラ目線になってる瞬間のシーンめちゃくちゃかっこよかったですね。こういうタイミングいいですよね。それぞれが別々な方向を向いていて、パフォーマンスする姿もかっこいいですけど、同じ方向をね、一気にガンと見た瞬間、チームワークを一番感じるポイントというかね。いやー、最後の最後までやばいですね。続きいきます。最高中の最高でしたね。以上、ベビーメタル、ブランニューデイ、歌声分析はここで終了です。いやー、感動しました。めちゃくちゃかっこよかったし、ものすごく可愛かったし、スーメタルさんの歌声もものすごく素晴らしいものでしたね。僕は今回のブランニューデイを含めてベビーメタルの楽曲を4曲歌声分析したんですけれども、今回のブランニューデイで一番ベビーメタルの魅力を感じ取れることができたかなっていうふうに思いました。4曲目になって歌声分析中にも言ったんですけれども、心に余裕ができてきたっていうのも理由の一つかなっていうふうには思うんですけれども、もう歌声分析をすればするほどベビーメタルのですね、素晴らしさに気づくことができるので、今回強化期間をですね、設けて本当に良かったなっていうふうに思っています。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタル、メギツネ
こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ12月と1月はですね、ベビーメタル強化月間ということで、ベビーメタルのですね、歌声分析動画を多めに公開しております。強化月間が始まって今回で第3弾ですね。第1弾のノーレインノーレインボー、第2弾のブランニューデイ、そして今回の第3弾メギツネということでですね、ものすごく楽しみにして歌声分析をしたわけですけれども、今回はですね、1箇所意外な部分を発見しました。意外な部分っていうか、このテクニック使うんだっていうふうに思っちゃった箇所があってですね、そこにすごくびっくりしましたね。あとはですね、やっぱりね、皆さん可愛いんですよ。もう危うく歌声分析できなくなっちゃうんじゃないかっていう風に焦ってしまった瞬間があったんですけれども、その辺もですね、ぜひね、楽しみにしていただけたらという風に思います。そして私、鶴さんはですね、自称日本一細かく丁寧に分析し、歌の練習をするときに役立つ有料級の情報をですね、盛り込んだ内容の動画となっておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、鶴さんが現在気になっているアーティストの歌声の魅力を伝える歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速、ベビーメタル、メギツネ、歌声分析、GO!ああ、いいね。相変わらずかっこいいかわいい、かっこいいかわいいみたいな感じでもう目が離せないですよね。いやー、最高すぎますね。冷静に歌声分析ができるかどうか最近ちょっと怪しくなってはきているんですけど、頑張りますよ。で、スーメタルさんの歌声なんですけど、今回も鼻の音色、鼻腔共鳴、こちらが強いですよね。鼻の鼻腔共鳴っていうのは声質のコントロールを主に行うポイントなんですけど、そちらでですね、艶っぽい感じを作り出してるんですよ。ただ、声が美しいだけではなくて、声の土台となる肺の中の響き、胸腔共鳴、こちらの響きもですね、うまく使っているので、美しいながらにかっこいい声の成分っていうのも存在しているんですよね。そして先ほど声の土台っていう風な言い方をしたんですけど、肺の胸腔共鳴の響きをうまく使える人ほど聞いていて安心して歌が聴けるっていう声につながってきます。そしてその後のモアメタルさんとモモメタルさんのコーラスの部分なんですけど、口の口腔共鳴と鼻の鼻腔共鳴、この2つが中心になってます。口の口腔共鳴っていうのは言葉の輪郭をはっきりさせるんですよね。そして日常会話に近いような声の音色が作り出せます。だからコーラス部分にすごくなんか愛着が湧いてくるような感情になるのは口の中の口腔共鳴の成分で、可愛いなって思う成分がですね、鼻で作られてるんですよ。そこんとこ意識してもう一回聞いてみてください。最高すぎますね。いや、ほんとベビーメタルの音楽に出会えて僕はね、幸せですよ。めちゃくちゃハッピーな気分です、今。で、歌の声についての話にまた戻るんですけど、かっこいい声、かわいい声、かっこいい声、かわいい声みたいに順番に来るので、声の音色の切り替わりでのスピード感っていうのがものすごくかっこよく聞こえますよね。おそらくこういうところまで意識してるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。このアレンジを考えた方が。なんかそういうところまで考察してしまいます、僕。間違ってたらごめんなさい。じゃあ次行きますよ。すごいね。で、これ、冷静に聞くとなんですけど、全体的にスーメタルさんもモアメタルさんもモモメタルさんもめちゃくちゃスタッカート意識して歌ってるんですよね。やっぱりこういうテンポの速い曲って
いかに歌でグルーヴ感、ノリを作るかっていうところが非常に大切になってくるんですけど、で、そこで大事になってくるのが、音の強弱、アクセントって言われる音をいかに作るかなんですよ。で、作る方法としては2パターンあって、子音を強く出して、音の強い部分、弱い部分を作り出すか、あるいは、音を切って歯切れの良さを表現するか。大きく分けるとこの2パターンなんですけど、ここの部分でですね、ベビーメタルの3人は、スタッカートをものすごく強調して歌ってるんですよね。で、スーメタルさんは、スタッカートを強調して、しっかりと歌の世界観を届けるっていう風な歌い方をするのに対して、バックコーラスであるモアメタルさんとモモメタルさんはですね、スタッカートと子音の強弱、両方やってるんですよ。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。かわいい。コン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 はかわいいな。やっぱりね、こう、冷静じゃいられない瞬間が出てきます。ごめんなさい。歌声分析動画なのに、デレデレしてしまって。でも今聞いて多分分かった方は分かったと思うんですけど、スーメタルさんが歌の世界観を、そしてモアメタルさん、モーメタルさんがかっこよさをコーラスでここの部分では表現していますよね。しっかりと声での役割分担が決まっているような感じが、僕はすごい徹底してるなっていうふうに思いますね。さすがベビーメタル。次いきますよ。ここいいですよね。いいなぁ。世界中の方から愛される理由がね、わかりますよね。こういうところも。めちゃくちゃ可愛い。歌がすごいだけじゃなく、パフォーマンスがすごいだけじゃないんですよ。やっぱりね、可愛いですよね。こんなにデレデレしながら歌声分析するの初めてかもしれないです。多分今後こういう感じになる可能性が非常に高いんですけど、大丈夫ですか？僕がね、ベビーメタルの魅力にどんどんハマっていってる証拠っていうこともあるんですけど、できるだけこうね、デレデレしてる感じは抑えながらやりたいなというふうには思ってるんですけど、出てしまったらごめんなさい。もう先に謝っておきますね。次行きますよ。超盛り上がってるしね。かっこいい。可愛いのにかっこいいってもう反則ですよね。一度でいいからベビーメタルのライブ行ってみたいですね。次行きますよ。いい。ものすごく美しい歌い方ですよね。で、ここでスーメタルさんはですね、先ほどまでスタッカートを意識したようなフレージングだったのに対して、ここはですね、全体的に流れるような雰囲気を表現するためだと思うんですけど、レガートって言って一つ一つの音のつながりをこう滑らかにしてるんですよね。その歌い方とメロディーが醸し出してるこの和風な雰囲気がものすごく合ってるポイントかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。美しい。すごいですよね。普通レガートで歌うとやっぱりリズムのノリ的な部分ってものすごくこう下がっちゃうものなんですけど、その辺はさすがスーメタルさんですよね。子音の発音と音量のですね、強弱でしっかりとノリを作ってるんですよ。この音源からだと、ラララララっていう風にこう平らに聞こえるんですけど、これは音質処理のコンプレッサーっていう音量をですね、一定にする処理がされてるからこういう風に聞こえるんですけど、実際は多分、ラララーみたいな感じで、大げさに言うとこういう風に音量を徐々に大きくしたり、徐々に小さくしたりみたいな、そういった歌い方をしてると思うんですよね。その歌い方が、ここの部分のリズム感だったり、抑揚につながってるんですよ。いやー、素晴らしいですね。次行きますよ。かっこいい。で、ここもじわ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 と音量を上げていって声の迫力を前に持ってきたみたいな歌い方をしてますよね。やっぱりこういうところが素晴らしいですよね。普通のボーカリストってやっぱりこういった音量で感情を表現するっていう方法はあまり使わないっていうか、日本だと一般的じゃないのかな。
ただ演技とかやる方はですね、こういった表現方法を歌に取り入れてやったりするんですよ。前なんかコメントでちらっと教えていただいたような気がするんですけど、スーメタルさんってなんかミュージカルとかやられてるんでしたっけ？間違ってたらごめんなさい。もしミュージカルをやられているんだったら、その経験が生きてるのかなってちょっと思ったんですけど、ぜひね、ベビーメタルファンの先輩方、コメントでその辺教えてください。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいですよね。見た目の美しさもあり、歌声の美しさもあり、ほんと素晴らしいと思います。まさに日本が誇る美っていう感じですよね。日本の宝です、スーメタルさんは。次行きますよ。最後にモアメタルさんがアップになる。これはちょっと反則ですね。モアメタルさん推しの僕にとってはちょっとドキッとしてしまいました。で、ここで倍点になるんですね。倍点っていうのは、もうそのままの意味なんです。倍のテンポを省略して倍点ですね。でも僕のこの情報もすごく古いので、今倍点っていうのか、ちょっとわからないんですけど、ダブルテンポとか言ったりするのかもしれないですけど、僕はね、倍点っていう風に覚えてます。サビで一気に上がる疾走感がめちゃくちゃかっこいいですね。で、そこに対して、スーメタルさん、またリズムの話になるんですけど、普通だったら、ダーダーっていう風にリズムを取るんですよ。でもそうなると、楽曲の楽器体が疾走感を出してるのに対して、歌も疾走感を出してしまうと、すごくこう、忙しいような感じの曲の雰囲気になってしまうんです。だからここでボーカルはどういう風にリズムを取るのが正解かっていうと、ターターっていう風に表のリズムでリズムを取るとですね、忙しい雰囲気がなくなるんですよ。もう一回流すんで、ぜひ皆さんこの表のリズムでリズムを取りながら、スーメタルさんの声を聞いてください。しっくりくると思います。もう一回いきますよ。ほらほら。合いますよね、表のリズム。こういう風にですね、バックの楽器体がどういう風なテンポで歌っているのかに対して、スーメタルさんってリズムの取り方を細かく変えて歌うタイプのボーカリストなんですよね。これ、一般のボイトレでは多分教えてくれないような知識だと思うんですよ。まあ、りょんりょん先生だからここまで細かく教えてくれてるとは思うんですけど、僕が教えてもらったボイストレーナーもね、何人もいて、メジャーで歌っていたっていう方も中にはいたんですけど、誰一人としてこのリズムの取り方の必要性っていうのは教えてくれなかったですね。じゃあ僕どこでこの知識を得たかっていうと、僕の歌ではなくて音楽全般的な師匠がですね、浜崎あゆみさんだったり、安室奈美恵さんのバックでギターを弾いていたり、あと反町隆史さんのデビュー曲、あの楽曲のプロデュースをされている方、その方が僕の音楽全般的なもう師匠っていうふうに勝手に僕が思ってるんですけど、その方が教えてくれたんですよ。やっぱり音楽の知識っていうのは楽器をやってる方の方がボーカルよりもはるかにレベルの高い知識持ってるので、そこで教えてもらわなかったらね、僕はこの知識は多分今でも知らなかったと思います。だからそういう風にミュージシャンが知っているような知識までスーメタルさんは知ってるって、これ驚きですね。ほんとすごいです。次行きますよ。いいね。すごいね、最初の狐じゃないっていう歌詞のところ。ここでしっかりと喉をですね、ぐって広げて、みたいな、こういうクラシックみたいな音色を使ってますよね。太い声で歌っているというか。いや、美しいだけじゃなくて、こういったたくましい声までしっかりと表現できる、声質コントロール力がやばいですね。もう一回聞いてみましょう。で、今、一瞬珍しいなって思ったんですけど、ほんの少しだけビブラート使ってましたよね。狐じゃない。ここの部分。
割とフレーズをまっすぐ伸ばす歌い手かなっていうふうに思っていたんですけど、一瞬だけビブラートが入っていて、うわ、珍しいって思って僕はね、聞き逃さなかったですよ。ビブラートは使えるけど、あえて使ってないんですね、スーメタルさんは。でも今のところは多分ね、怪しい雰囲気を表現したくて、あえて一瞬だけビブラートを使ったんじゃないかなっていうふうにね、僕は推測します。いや、どんどんスーメタルさんの歌声について知ることができて嬉しいですね。次行きますよ。本当に綺麗に歌いますよね。で、歌詞もものすごくクリアだしね。やっぱ声の通りの良くなる響きをしっかりと使ってるんですよね。鼻の鼻腔共鳴から頭の頭部共鳴って言われる、別名ヘッドボイスって言ったりするんですけど、この辺をうまく使ったミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声。地声と裏声のそれぞれの成分が混ざった声質をチョイスしてスーメタルさん高い声を歌ってるんですけど、もう本当にね、美しい成分が出る声を全部取り入れて歌ってるみたいな、そんな感じの声使ってると思います。ちなみに毎回言うんですけど、ミックスボイスって正式名称はミドルボイスって言います。ただ世の中の多くの方がですね、ミドルボイスの正式名称をミックスボイスだっていう風に勉強してる方が多いんですよね。だから僕もそこに合わせてミックスボイスっていう風に世の中に合わせて説明をするようにしてます。もうね、毎回見てくださってる方はこの話はね、耳にタコかと思うんですけど、一応ね、正確な情報も皆さんに伝えておきたいと思います。もう一回聞いてみましょう。いい声だね、本当に。ハイトーンをミックスで歌えるようになってくると、だいぶ体力的にも余裕が出てくるんですよね。その余裕が出た分を表現力の方に回してあげることもできたりするので、おそらくスーメタルさんはそういうタイプのボーカリストなんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。ほら。今もビブラートしましたよね。このぐらいの短い感じですけど、でも僕が今まで聴いた楽曲がたまたまビブラートを使ってない楽曲だっただけで、曲によってはビブラートを使ってたりすんのかな？この辺もね、ベビーメタルファンの先輩方、ぜひコメントで教えてください。もう一回聴いてみましょう。ほら。なな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 みたいな。一瞬だけちょっと揺れてる箇所があったんですけど、多分ね、これビブラートだと思うんですよね。でもビブラート使った方が雰囲気的には合うメロディーラインですよね。いや、なんかレア感がすごいですね。じゃあ、煽りの部分はですね、ちょっと歌声分析の内容とは違うので、次の歌い出しからいきますね。ただ、全部見てます、僕。煽りの部分がめちゃくちゃかっこいいところとか、あとその後のワン、ツー、スリー、フォーっていう風に掛け声をですね、スーメタルさんとモアメタルさんが一緒に言ったんですけど、あそこめちゃくちゃ可愛いんですね。で、その後のソレーのところもね、すごく可愛くて、収録しようかなっていう風にね、ちょっと迷ったんですけど、あくまでね、僕のこのチャンネルの動画は歌声分析動画がメインですので、ただリアクション動画も見てみたいって言ってくださってる方もいたので、そういう方が増えたらですね、リアクション動画を公開してもいいかななんていうふうに思ってるので、もし見てみたいっていう方はですね、コメントで教えてください。じゃあ、行きますよ。あ、いいね。ここに行くんですね。B メロですよね。この可憐な感じがやっぱりね、最高に素敵ですよね。で、照明もちょっとね、赤みがかった感じで、妖艶な感じっていうか、美しさの中に怪しさがあるような雰囲気がたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。素敵すぎる、ここは。本当に B メロ、メロディーもものすごく美しいじゃないですか。だからなおさらスーメタルさんの歌声とルックスの美しさが際立つポイントというか、で、スーメタルさんの横のモアメタルさんとモーメタルさんも座って踊ってる姿がすごく綺麗ですよね。もうここはベビーメタル全体で美しさを表現するポイントなのかな。次いきますよ。
なんかここちょっと歌い方の表現を変えたかなっていうふうに思うんですけど、なんか唇をこう前にこう突き出したような感じの、なんかそういった癖を入れたような歌い方なのかなって思ったんですけど、気のせいかな。もう一回聞いてみますね。ほらほら。後半とか特になんか、ララララララみたいな。幾千風の時を超えてここに生きるみたいな。こんな感じのなんか雰囲気を僕は感じるんですけど、でも、スーメタルさんの口の動きは全然こんな口を突き出してる感じじゃなくて、どうやって声出してるんだろうな。あ、今、一人でちょっともう一回確認してみたんですけど、やっぱり口前に出してますね。ここに、みたいな。ここの部分が一番ちょっと口を突き出したような音色を感じたんですけど、やっぱりそうですね。口の形で出た音色でした。この声めちゃくちゃ可愛いですね。それが言いたいがために今ね、確認したんですよ。やっぱり口の形を使っての声質の変化をしっかりと表現するっていうところが素晴らしいですよね。本当に表現力のバリエーションが広いです。スーメタルさんは。次いきますよ。いいね。大サビ前の落ちサビですよね。で、ここでも、ダーダー、このリズムの取り方なんですよね。このリズムの取り方で歌うことによって、バックのサウンドのバーン、バーンっていうところのアクセントに対して歌のアクセントもしっかりとこう乗るんですよね。縦のラインが揃うっていうか。だから多分ね、会場で聴いてる方は、ここの音の爆発力、すごく体感できたポイントかなっていうふうに思います。もう一回聴いてみましょう。バーン。かっこいいですね。落ちサビでもテンポだけ落ちていて、音の迫力はそんなに落ちてないですもんね。めちゃくちゃかっこいいですよ。その音の迫力が落ちてない理由としてはさっき言ったバックのサウンドのアクセントの部分と歌のアクセントの部分がしっかりと縦のラインで重なってるからこそ出るこの音圧なんですよね。だからバンド全体でのクオリティもですね、ものすごく高いんですよ。このリズムの縦のラインが揃うっていうのが音楽をやる上での唯一のルールって言ってもいいんですけど、ここがしっかりと揃っていないと逆に迫力が出ないんですよね。で、どのレベルで揃えるかっていうのもすごく大事になってくるんですよ。例えば、ちょっとわかりにくい例えかもしれないんですけど、センチの幅で揃えるか、それともミリの幅で揃えるか、それともミクロンの幅で揃えるか、みたいな。こういったレベルの話なんですよね。で、やっぱりプロでやってるっていう方は、もう本当に細かいそのミクロン単位で揃えるっていう方が多いんですけど、でも超一流になってくると、その縦のラインの揃え方でも癖を作ったりするんですよね。例えば音圧がある中でギターの音でちょっと疾走感を出したいから、ギターの音はちょっと前にいてとか、なんかそういった、もう異次元の会話をするんですよ。プロのミュージシャンたちっていうのは。ちょっとね、ごめんなさい。話が脱線してしまいましたけど、もうなんかそういったレベルでリズムを合わせてますよね。ベビーメタルとバックバンドの皆さんは。本当にもう世界レベルでの超一流だと思います。次行きますよ。かっこいい。かっこいい。このブレイクでの舐めたらいかんぜよ。たまらないですね。いやー、これは痺れますね。めちゃくちゃかっこいいです、メギツネ。もう一回聞いてみましょう。もうかっこよすぎてニヤニヤしちゃいますね。で、今のキツネじゃない、キツネじゃないでまたビブラート入ってましたよね。ここはビブラート入れるポイントなんですね。なるほどね。もしかしたら、ベビーメタルファンの方でもここビブラート入れてることに気づいてない方もいるかもしれないですからね。まあ、もう 99.9% の皆さんはね、気づいてると思うんですけど、こういう普段やらないポイントを発見すると、なんか嬉しい。僕個人的にね。じゃあ次行きますよ。かわいい。かわいいね。桃メタルさんね。もうみんなかわいいから。もうね、ドキドキしてしまいます、僕は。
あんな可愛いのにものすごいパフォーマンスするってこのギャップにね、多分やられちゃうんですよ、みんな。そう思いませんか？まあそこにね、やられた一人ですけど僕は。で、ここのテンポが一気にこう疾走感ある感じになった瞬間のこのシーンの切り替わった雰囲気、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。力強いのに歌詞が聞き取りやすいってやっぱ最強ですよね。やっぱ力強く歌おうって思うと言葉の発音がちょっとおろそかになったりするプロの方も多い中、両方をしっかりと意識して歌ってるスーメタルさん、本当に器用だなっていうふうに思います。で、やっぱり普段から口を大きく開けて歌うっていう癖づけをしてるんですよね。それがね、簡単なようで実は難しいんですよ。口をあまり開かないで歌った方が、歌い手ってなんか感情を込めれてる気になるんですよね。でもそれはね、大きな間違いで、普段喋る時って、口を結構開いて喋るじゃないですか。で、喋る時に感情をしっかり伝えようと思うと、やっぱり口を大きく開いて歌うんですよ。で、歌でもやっぱりそれと同じことが必要なんですよね。で、僕の中の歌の理想としては、やっぱり歌って会話の延長線上になきゃいけないものだっていうふうに思っているし、僕の生徒さんにはそう伝えていて、やっぱり人って感情を伝えるっていうマックスのところってやっぱ会話だと思うんですよ。だから会話以下のことを歌でやってしまったら感情って伝わるわけがないんですよね。そういうところをしっかりと意識して歌ってるのがスーメタルさんかなっていうふうに僕は思います。むしろ会話以上のことをやって歌ってますよね。だからこそここまで伝わるんだと思うんですけど、本当に素晴らしいボーカリスト。次いきますよ。ほら、すごく声が届いてきますよね。で、さっきの口を大きく開けるっていうところの話の続きなんですけど、やっぱ口を大きく開けた方が声ってよく響くんですよ。いい意味でね。こう豊かに響くっていうか、聞き心地がいいように響くっていうか。それもあってやっぱりね、スーメタルさんの歌声ってすごく魅力的ですよね。もう一回聞いてみましょう。今のところすごくわかりやすかったと思います。ほらほらほら。もうすごく歌詞が聞き取りやすいじゃないですか。やっぱり口を開けているとこういう風に言葉も聞き取りやすいし、声の音色も綺麗なので、それもあってやっぱり言葉の輪郭がはっきりと聞こえるっていうところにつながってくるんですよね。次いきますよ。で、ここでまたハーフテンポになってますよね。ただ、ドラムのアクセントがですね、パン、パンになってるから、ハーフテンポのさらにハーフテンポみたいなリズム感に聞こえるかもしれないんですけど、これね、違うところで、パンのこの2個目のパンのところを補ってるんですよ。ドコ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 ってずっと言ってるから、それがハーフテンポのこのリズムの疾走感を表現してるっていうかね、ちょっとごめんなさい、難しい話になったんですけど。で、ここに対してスーメタルさんはどういうリズムで歌ってるかっていうと、ドラムのテンポに合わせたリズムで歌ってます。だからもう変えてないんですよね、リズムの取り方は。テンポが変わっても。その雰囲気の違いをですね、一瞬感じれると思うんですけど、そこね、注目して聞いてみてください。ほらほら。こう、どっしりとした感じに聞こえますよね。これはドラムのリズムパターンとスーメタルさんのリズムパターンがこう一致してる時に出るノリなんですよ。めちゃくちゃかっこいいですよね。いやー、すごいですね。次行きますよ。いやー、いいね。最後の最後で一番声に気持ちが入ってると思います。普通逆なんですよね。後半になればなるほどやっぱり疲れてくるから気持ちが入りにくくなってくるんですけど、曲の後半に向かうにつれてどんどんこう感情が声に乗ってそれが伝わってくるっていうね。これすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。もう最後の最後までスーメタルさんの歌声に没頭できますよね。いや、本当に素晴らしい。せっかくなので最後までね、見ていきましょうかね。
あ、よかった。よかった。よかった。ごめんなさい。まだ歌があったね。最後、これロングトーンなのかな？ごめんなさい。歌い出しからもう一回聞いていきましょう。あ、なるほどね。ロングトーンじゃなくてワンフレーズ歌ったっていう感じですよね。本当に声の芯がこうグッとしっかりしてますよね。曲の最後の最後なのにこの歌声素晴らしすぎますね。本当に基礎がしっかりしてないと、ここまで芯のある声を曲の終盤で出すことってできないと思うんですけど、いやー素晴らしすぎる。続きいきますよ。かっこいいね。最後はズバッとカットアウトで終わるんですね。いやー、最高すぎました。以上、ベビーメタルメギツネ歌声分析はここで終了です。いやー、回を重ねるごとにベビーメタルの魅力にどんどんハマってますね、僕は。そして今回もまたスーメタルさんの歌声の素晴らしさをですね、知ることができました。一体どれだけの声の引き出しを持ってるのかっていう風にね、思ってしまうぐらい、多彩な歌のテクニックだったり表現力を持っていますよね。歌声分析をしていってそういった魅力をね見つけるのが非常に楽しいですね。そしてね、みんな可愛い。本当に可愛い。もうそれだけでも動画を公開する楽しみがねあります僕は。でもね、可愛すぎるからといってもうそれだけ語ってしまう動画にはならないように気をつけていきたいと思います。これからもベビーメタル全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。